私は美里、37歳。夫の治とは結婚して15年になる。子供は男の子が2人、13歳と10歳だ。夫の実家は自営業をしている。業務内容はハウスクリーニング。夫の祖父が設立した会社である。会社の従業員はみんな優しい人たちだ。私たちの結婚式の時には、某48グループの完コピという気合の入った余興を披露してくれた。業績も安定していていい会社だ。創立者の義祖父は経営を退いて素敵な老人ホームで悠々自適に暮らしている。二代目である夫の父は私たちが結婚して2年後に病気で亡くなった。夫は一応3代目社長。だけどやっていることは現場責任者みたいな感じだ。会社の経営を取り仕切っているのは姑と技師。姑は副社長、技師は専務である。義祖父と義父は従業員を丁寧に教育して大切にしてきた。だから従業員は仕事ができるし、トラブルへの対処も的確だ。この安定感は義祖父と義父の努力の賜物である。夫もそれを見習って従業員第一で頑張っている。しかし、副社長である姑と専務である技師はそれを分かっていない。従業員を大切にするという感覚が薄いのである。夫はいつも、従業員のおかげで会社が回っている。と言っているそうだが、姑と技師はそんな夫を鼻で笑うばかりだという。夫の仕事の愚痴の9割は、そんな姑と技師のことである。私は義実家の会社には勤めておらず、市役所で働いている。だから義実家の家業のことはさっぱりわからない。できれば社長夫人の権威を振りかざし、副社長と専務に向かって、あなたたちちょっと態度おかしいわよ、と言ってやりたい。無理だけど。そもそも夫も名ばかり社長であるから、私に権威らしきものはみじんもないし。悲しい知らせが届いたのは冬だった。私のジップがなくなったのだ。父の病気が分かったのは夏だった。治療のために晩秋から入院していたのだが、正月を迎えることなく行ってしまった。私は息子たちと一緒に実家に帰った。夫は後から遅れてくる。父さんなんで一緒に来ないの？冬は繁忙期だからね。仕方ないの。後から来るわよ。義実家の会社には大掃除の予約が詰まっている。それでもどうにか都合をつけて駆けつけてくれるという。息子たちは初めてのお葬式で不安な様子だった。喪主は私の母だ。母は憔悴していた。私は昇進の母を支えて通夜と葬儀の予定を組んだ。そして夫の到着を待っていた。私だって辛いし不安だし支えが欲しかったのだ。父が入った棺からはなるべく目をそらして過ごしている。母と息子たちの世話を焼くことで自分を保っている感じだ。夫が到着したのは通夜の晩の深夜だった。仕事の作業着のまま終電に乗ってきてくれた。夫は葬儀場に着くなり私に頭を下げた。ごめん、遅くなって。大丈夫。あなたこそ疲れてるよね。忙しい時期なのに都合つけてくれてありがとう。お父さんに挨拶いいかな？こっちだよ。夫はお線香をあげて父の棺に手を合わせた。目を閉じて一心に父に祈ってくれている。その様子に涙が止まらなくなった。夫の姿を見て安心したのもあると思う。いい年した大人なのにワンワン泣いてしまった。夫は優しく私に寄り添ってくれた。翌日は葬儀。息子たちは夫が来たことで少し落ち着いた。母は相変わらず憔悴していたが、火葬が済むまではどうにか頑張っていた。一通りことが終わったところで、ふと息子が言った。そういえば、おばあちゃんとおばちゃん来なかったね。今の時期は忙しいからね。お父さんがこっちに来られるように頑張ってくれたんじゃないかな。私たちはもう何日かここに泊まるけれど、夫は明日始発で帰ってすぐ仕事だ。あなた、
お母さんとお姉さんによろしくね。ああ、伝えておく。でも来られないなら来られないで、せめて俺に連絡くれればいいのに。夫は無然として言った。私もそう思ったけれど、繁忙期であるのも承知しているから何も言えなかった。夫が帰った3日後には私と息子たちも帰宅した。家に帰った私は義実家に挨拶に行った。通夜葬儀が滞りなく終わったという報告と、忙しい時期に夫を葬儀に参列させてくれたお礼も言わなければ。菓子折りを持って会社の事務所に行くとなんだか様子がおかしかった。デスクに書類が散らばっている。食べ終わったコンビニ弁当の容器がゴミ箱から溢れている。しかも事務所に布団がある。見覚えのある布団だ。あれは、我が家の布団では？どういうこと？私が驚いていると、ちょうど夫がトイレから出てきた。なんだかヨレヨレに疲れ切っている。髪もボサボサで鳥の巣状態である。あれ、美里お帰り。お母さんもう大丈夫？ただいま。これどうしたの？ああ、これ。夫は大きなため息をついてうなだれた。実は、従業員がお父さんのご香典を包んでくれたんだ。そうなの？気を使ってもらっちゃったのね。うわ、じゃあお菓子これじゃ足りなかったな。まだ続きがあるんだ。聞いてくれ。夫は疲れ切った目をしょぼしょぼさせて私に言った。そのご香典を持ってさ、母さんと姉さんが旅行に行っちゃったんだ。びっくり仰天。私は持っていたお菓子を落っことした。おせんべいのカンカンが手から落ちて足の指に直撃。超痛い。いや、それよりも。私は足をさすりながら夫に問いかけた。旅行？ここで持って？そうなんだよ。葬儀から帰ってきたら実家がもぬけの殻だったんだ。心配して電話したら、臨時収入で温泉旅行に来てるのとか言うんだ。従業員が包んでくれたお父さんへのご香典を臨時収入って言ったんだよ。唖然としたよ。非常識すぎて信じられなくて。従業員にもお母さんにも申し訳なくて。夫はどんよりとした影を背負ってうなだれた。私は自分の足をさするのをやめて夫の背中をさすった。足はまだ痛いままだが、夫の方が大変そうだ。帰ってくるよう言ったら、繁忙期だからって大げさなって言って笑ってた。確かに繁忙期ってのもあるけどさ、それ以前にご香典持って旅行行くなんてありえないだろ。お葬式にも顔を出さないで。実の親と姉がこんな人間だったなんて。私もびっくりだけど、あなたが悪いんじゃないんだから、そんなに落ち込まないで。布団がここにあるのはなんでなの？ここに寝泊まりしてたの？書類仕事をしてたんだ。大掃除時期はいつもよりずっとデスクワークが多くてさ。なのに母さんも姉さんも全然仕事片付けないまま行っちゃったから。ということは夫は、通夜から今日まで休む間がなかったというわけだ。私は慌てて夫を家に帰した。夫が家に帰って仮眠を取って戻ってくるまで私は事務所の留守番だ。電話番と事務所の掃除くらいなら私にもできる。事務所の掃除を始めると、ふつふつと怒りが湧いてきた。夫の話を聞いたときは驚いてそれどころじゃなかったのだ。姑と義士に自分の父親をないがしろにされた。あの二人は夫の助言を笑い飛ばした。従業員の気持ちも馬鹿にしている。その上、仕事も適当で責任感がない。こんなに嫌なことが重なったら許せる気がしない。名ばかり社長のお飾り夫人だからって一歩引いていてはいけない。姑と義士が帰ってきたら物申してやる。家に帰って一眠りした夫は幾分か顔色を良くしていた。安心した。留守中にかかってきた電話の申し伝えをしているとタクシーが事務所の前で止まった。降りてきたのは姑と義士だった。ただいま。あら、美里さん、お葬式終わった？ご香典いただいたわよ。はい、これお土産。姑の口から出た言葉にぎょっとした。ご香典いただいたわよ。
姑は私の引きつった表情に気づきもせず、お土産のタオルを私に押し付けた。母さん、荷物持ってよ。おさむ、母さんの荷物運ぶの手伝って。義士、あまりにも普通。あなたたち今まで旅行行ってたんですよね。人のご香典持って繁忙期の仕事ほっぽり出して。なんだお前ら、非常識の権下か。母さん、姉さん、俺旅行なんて切り上げてすぐ帰ってきなよって言っただろ。人の香典持って旅行行くなんて頭おかしいだろ。何？まだその話するの？姑は不機嫌に顔を歪めた。うちの会社の従業員のお金って、元を正せば会社のお金じゃない。お金が従業員から私たちに返還されたのよ。使ったって問題ないでしょ。はぁ？どこをどうしたらそんな風になる？めちゃくちゃな論法にも程がある。母さんたちに渡された金じゃないだろ。みんなが美里の父さんのために出してくれた香典なんだから。そうだそうだ。は？美里さんのお父さんはうちの会社に何の関係もないじゃない。みんな結婚式に来てくれたから面識があるんだよ。面識だけでうちの会社のお金を持っていこうっての？それじゃまるで寄生虫よね。カッチーン。自分たちは善意のお金で好き放題遊んできて、人を寄生虫呼ばわりですと？もう我慢ならない。寄生虫ってどういうことですか？怒ってるの？どうして？どうしてって？どうしてもこうしてもないでしょうが。さあ、ね、美里さん。香典はうちのお金なのよ。だからよそに渡すかどうかはこちらが決めるって話なの。わかる？はぁ？姑と義士は全く悪びれない。私が怒る意味がわからないという顔をしている。私の方が姑と義士の言うことの意味がわからなくて混乱している。この二人、従業員を大切にする感覚が薄いという以前に常識がない。まるで宇宙人と会話しているみたいだ。頭がクラクラする。これでよく今まで経営が成り立っていたなぁとゾッとした。どうしたらいい？打つ手なしなのか？でもこのまま泣き寝入りなんて絶対嫌。どうしてくれよ。どうしたら。頭でぐるぐる考えていると、夫が決心したように大きく息を吸うと口を開いた。母さん、姉さん、俺もう無理だ。俺は二人を信用できない。これ以上近くにいたら、二人のことを心底嫌ってしまうと思う。だから俺、この会社を辞めるよ。何言ってるの？そんなことできないわよ。この会社は我が家で代々つなげてるのに。孫もここを継ぐんだから、あなたも辞められないわよ。美里さんも大黒柱が仕事を辞めるなんて困るでしょ？孫もここを継ぐって、私の子供たちの進路は決まってるってこと？子供たちが自分で希望するならそれでいいけれど、勝手に決めつけられるのはごめんだ。それに夫も信用できない相手と一緒に働き続けるのは苦でしかないだろう。それが身内ならなおさらだ。辞めてどうするの？とか、収入は？とか、不安がないとは言わない。けれどそれ以上に無理してここに居続ける方が夫も私もしんどい。いいえ、困りません。私のきっぱりとした返事に姑と義士は目を丸くした。私たちの決断に姑と義士は驚きはしたが、謝罪は一言も口にしなかった。腹立たしいけれど逆に踏ん切りがついた。夫に代わって私が大黒柱になってやる。義実家の会社を辞めた夫は自分で会社を立ち上げた。今まで働いてきた知識を活かしてハウスクリーニングの会社を起業したのだ。はじめの1年は苦労した。けれど丁寧な仕事と地道な努力を続けた結果、口コミで評判になり、業績は右肩上がり。2年目にはほぼ毎日予約が入り、3年目には従業員を雇い入れるまでになった。起業して4年目に私の大黒柱期間は終了した。万事順調、順風満帆。流れに差を差しどんどん行こう。そんな感じだ。子供たちも夫を尊敬の眼差しで見ている。義実家から離脱して本当に良かった。そんな中、訃報が届いた。
義祖父が亡くなったのだ。ベッドで眠るように亡くなっていた義祖父を老人ホームのスタッフが発見したという。夫の独立後は義実家とほぼ絶縁状態だったけれど、義祖父の葬儀とあっては無視できない。義祖父の従業員を大切にするという教えがあってこその今の夫である。私たち一家は喪服に身を包み葬儀場を訪れた。葬儀場には知っている人ばかりだった。親戚はもちろん、近所の人や義実家の会社の従業員もいた。みんな私たちが義実家とほぼ絶縁状態というのを知っている。ちらちら見られてちょっと居心地が悪い。私たちが端の方で静かにしていると、姑が夫に気づいて近づいてきた。おさむ、来てたの？おじいちゃんに挨拶は済ませた？来て最初に手を合わせたよ。美里さんも来たのね。はい、お久しぶりです。お母さんに父の葬儀に参列してもらえなかったからと言って、おじいちゃんのお葬式を無視するような不義理はしません。そう言いたいのをこらえて、私は姑に軽く頭を下げた。ご香典はもう出したの？出したよ。母さんも姉さんも、まさかまた香典で旅行に行くなんて言わないよな。今そんな話しなくていいでしょ？姑はピシャリとそう言って、その後すぐに小声で夫に語りかけた。ところで、仕事は今どうしてるの？ちゃんと収入があるなら、母さんたちにいくらか貸してほしいんだけど。葬式にお金かかりそうなの？それもあるけど、とりあえず100万でいいから出してほしいの。100万？急にそんなこと言われても困るよ。何よ、わざわざ声をかけてあげたのに、使えないわね。姑はそう吐き捨てて去っていった。息子たちがショックを受けている。そりゃそうだ。あんなこと言われたら大人もびっくりする。私たちは息子たちを気分転換に外のコンビニに連れて行くことにした。そこで会ったのは、義実家の会社で長年勤めているベテラン社員だった。三代目、久しぶりですね。あ、この度は祖父の葬儀にご参列ありがとうございます。夫と社員さんはペコペコと頭を下げ合っている。ひとしきりのご挨拶が済んだ後、そのベテラン社員さんは夫に言った。いやー、三代目が退社してから、うちの会社は大変ですよ。若い人が次々に辞めていって、残ってるのは我々みたいな年寄りばかりで。そうなんですか？まさか、母と姉が何か？いやいや、昇給制度が見直されたり、ボーナスカットになったりしたのが原因ですよ。どうも、あの二人には経営のセンスが足りないみたいで。ベテラン社員さんは力なく笑った。そりゃあまあ、従業員の給料は元を正せば会社のお金。つまり私たちのお金だから使ってもいいとか言っちゃうような人たちですから。経営が悪くなり始めてから副社長と専務は性格がきつくなって。昔はそんなことなかったんですが、最近は些細なことで怒鳴るんです。ここだけの話、こんな会社辞めた方がいいってみんな言ってるんですよ。そうだったんですか。二人の話はまだまだ続きそうだ。私は息子たちと一緒に会計を済ませて先に葬儀場に戻ることにした。コンビニを出て店の中を見ると、二人は店内のイートインスペースに移動し話し込んでいた。お経が始まる直前になって、やっと夫は葬儀場に戻ってきた。間に合わないかと思ったわ。ごめん、積もる話がたくさんあって。なあ、美里、聞いてほしいんだ。さ。夫が話し始めようとしたちょうどその時、お坊さんが入場してきた。葬儀場はピタリと静かになった。とてもじゃないが、夫と話ができる雰囲気ではない。夫は口パクで、後でと言った。その顔はなぜだかとても精悍に見えた。葬儀は滞りなく終了した。お葬式後の心にぽっかり穴が開いたような寂しい気分は何度経験しても慣れない。物悲しい気持ちになっているのは息子たちも同じようで、二人とも私の近くから離れなかった。美里、さっき言いかけたことなんだけど。ああ、そうだったね。何だったの？
従業員を増やそうと思ってるんだ。そうなんだ。会社順調だね。うん。だから事務所ももうちょっと大きいところに変えようと思う。機材とかも増やすから、俺の収入が一時的に減るかもしれない。そんな急に拡大するの？ちょっと勇み足じゃない？従業員を増やしても技術の習得には時間がかかるよ。ちょっと無鉄砲だと思うけど。夫にしては珍しく強気な判断だ。無鉄砲とは程遠い性格の人なのにどうしたんだろう。いや、教育は必要ないんだ。むしろ俺の方が教えてもらう立場だ。え？さっきコンビニで話してた人がいるだろ？その人がうちの会社に転職してくれるって。しかも俺たちが話してるところに他の社員たちも加わってさ、全部で5人、うちに来てくれることになったんだ。夫は興奮気味にそう言った。嘘でしょ？本当なんだよ。ほら、あっち見て。夫が指さした方では、姑と義士が喪服の5人組と話をしているところだった。姑はポカーンと間抜けに口を開けている。義士は顔を鬼ババのように歪めていた。私は声を潜めて夫に聞いた。もしかして、あっちも同じ話してる？うん。人目がある時に言わないと怒鳴り散らして会話にならないから、葬儀が終わったらすぐ話すって言ってた。うわぁ。私は改めて喪服の5人組を見た。確かに見たことがある人たちだ。某48グループのダンスを完コピしてくれたメンバーだもの、忘れようがない。あの人たち、夫のところに来てくれるんだ。それなら夫の突飛な青写真も無理のないものに思えた。義実家の主戦力の皆さんだもの、安定感が段違いだ。知らず知らずのうちに私は微笑んでいた。すると、その緩んだ顔を目ざとく察知した義士が殺人鬼のような目で私を睨んだ。何がおかしいの？この泥棒め。私たちから弟を奪って、その上今度は従業員まで。何の恨みがあってこんなことをするの？この悪魔、疫病神。え？義士がそう叫んだ。意味がわからない。私が目を丸くすると、姑がパッと顔を輝かせた。まあ、おかしいと思ったらまたあなたなの？そうよね。そうじゃなきゃ、この人たちがうちの会社を辞めるなんて言い出すわけないんだから。きっと美里さんが何か吹き込んだんだわ。慰謝料よ。損害賠償を請求しましょ。身に覚えがありませんが、言いがかりも甚だしい。唖然とする私に代わって、夫が姑たちに答えた。母さん、姉さん、いい加減にしないか。美里は何も関係ない。その5人が会社を辞めるのは、経営不振で給料が下がったからだ。何を言ってるの？経営不振だなんて、失礼ね。皆さんの退職の理由を話してるんだよ。母さんと姉さんの従業員に対する態度がひどいっていうのも原因だ。機嫌次第ですぐに怒鳴り散らして話にならない。意見をしたら言及をちらつかせて脅されるって聞いたよ。そんなことしてない。葬儀場にはまだ親戚やご近所の方がいる。そんな中で経営不振だの、脅しだの言われて姑は慌てた。今更慌てたってどうにもならないのに、事実なんだから。退職するつもりだと聞いたから、それなら俺の会社に来てもらえないかって俺がお願いしたんだ。じいちゃんと父さんが大切にしてきた従業員を、そんなひどい職場に置いておくなんてできないから。俺のところへの転職は全部俺が提案したことで、美里は何も関わってない。そんなはずないわ。絶対その女のせいよ。その女が悪いの。人を悪者にするのはやめなよ。本当は分かってるんだろ？悪者は母さんと姉さんだ。夫がそう言うと義士は地団打を踏んだ。姑はへなへなと膝から崩れ落ちた。慰謝料、損害賠償と何度もつぶやいている。一瞬私からお金を巻き上げられると期待したのが大外れしたことが聞いたようだ。まだ諦めがつかない義母は泣き落とし作戦に出る。この恩知らず、人でなし。あんたはじいちゃんの会社が潰れても平気なの？母さんがかわいそうじゃないの？が、夫は毅然と言い放った。じいちゃんはきっと
会社が潰れることよりも、従業員が潰されることの方が嫌だと思う。もちろん父さんもだよ。葬儀が始まる前の精悍な顔つきは、義実家の家業を潰してでも従業員を守るという覚悟の表れだったのだ。姑と義士と話をしていた人たちが夫の方にやってきた。そして夫の後ろに並ぶと、背筋をピンと伸ばして、義母と義士に正面から視線を向ける。その眼差しには決意がみなぎっている。心強い、そして責任を感じる。この人たちのために、そして義祖父と義父のためにも、会社が軌道に乗るまでは全力でサポートする。私はそう心に決めた。その後、夫の収入はガクンと減った。5人も急に人を増やしたのだから仕方がない。しかしこの5人はピヨピヨの新米ちゃんではない。頼れる歴戦の猛者である。高火力の即戦力を得た夫の会社は急成長。5人を雇い入れた半年後には夫の収入も復活した。さらに噂を聞きつけた義実家の従業員や元従業員たちが夫のもとに集結した。今では夫の会社は3店舗を構えている。一方、義実家の家業は廃業した。姑と義士には経営のセンスはなかった。経営者の椅子にあぐらをかいて勉強することもなかったし、金遣いも荒かった。二人の暴走のストッパーだった夫が会社を辞めたことで経営はみるみる悪化。夫がいなくなって3年後には自転車操業に陥っていた。そこに来て主戦力のメンツが退職したのが大きな痛手となり廃業に追い込まれた。借金も相当あったが、それは義実家の社屋や家財を売ってどうにか賄った。今は姑と義士は二人で市営団地の一室を借り、それぞれにアルバイトをして生活をしている。自分で働いてお金をもらうようになってようやっと、お給料が会社のものだなんてとんでもないという発想を手に入れたらしい。この度夫の会社は4店舗目を展開する予定である。順調に証券を広げている。姑と義士にはなかったセンスが夫には備わっていたということだろう。それをポロリと口にしたら夫は、違うよ。すごいのは俺じゃなくて従業員だ。と言った。私は反省した。大切なことを忘れるところだったことを。反省といえば葬儀のあの日、息子たちに汚い現場を見せてしまったことは反省している。けれど息子たちは大人の汚いいさかいよりも父親のかっこいい姿を見たことの方をよく覚えていた。将来はお父さんのところで働きたいと思ってくれているようだ。子供たちが自分の意思でそう望んでいるのなら私もサポートしたい。そうして2代目、3代目と続いて夫の立ち上げた会社が長く続いてくれたら嬉しいと思う。春休みはお父さんの会社でアルバイトしていい？ははは、高校生になってからな。夫は嬉しそうな、照れくさそうな顔で笑った。私は年収1000万の旦那とタワマン最上階で暮らすの。高収入夫もらってごめん。あんた、絶対ごめんと思ってないわよね。というノリで笑いながら謝る妹。ん？でも、タワマン？おやおやおや？笑ってられるのも今だけかもしれませんよ、お嬢さん。散々辛酸を舐めさせられたのだ。徹底的に後悔してもらおうじゃないですか。私の名前はゆき。父が若い頃の斎藤由貴を大層好きだったので、この名を付けられたのだが、残念ながら名は体を表していない40歳だ。皆さんも芸能人の名前にあやかって子供に名前を付けるのはよーく考えてあげてほしい。スキャンダルとかあると複雑な気持ちになるからね。かくいう私にも、もし芸能人だったら週刊誌が大喜びしたであろう修羅場な過去がある。まだほんの数年前の話だ。私は夫の健と穏やかな夫婦生活を送っていた。結婚から随分経つものの子供には恵まれず、しかし
その分、いつまでも恋人気分でいられるような部分もあり、不満はなかった。幸せだった、本当に。しかし、ある日を境に少しずつ我が家はおかしくなっていった。当時、夫は自営業ながらも年収1000万を稼いでいたのだが、老後資金はいくらあっても困らないだろうと、私は専業主婦を選ばず、独身時代から勤めていたコールセンターで働いていた。自動車保険の自己対応部門だったので、夜勤シフトもあり、それなりに忙しい。それはいつものようにヘトヘトになって帰宅したとある夜のことだ。お姉ちゃんおっかえりと軽い調子で妹の七重が私を出迎えた。後ろから夫も現れる。七重？なんでここに？彼氏に振られちゃって、同棲先追い出されてさ、今日だけ置いてよ。断りたいが、家に上がられている状態では言い出しにくい。夫も、お前の妹だしいいよなという感じだ。めんどくさい。げんなりした気持ちを押し殺しつつ、私は一晩だけなら、と妹の宿泊を許可した。私が妹を面倒に思うのにはちゃんと理由がある。私と妹は母親が違う。異母姉妹というやつだ。独自の父親のせいで我が家はかなり複雑で、父は結婚前に私の生みの母と浮気しており、そこで私が誕生した。いわゆる隠し子である。その後、父は現在の妻、私の義理の母にあたる人と結婚。妹が生まれた。ここまでは良かったのだ。それぞれ別々に暮らしていたし、義理の母は実の母の存在さえ知らなかったし、私のことも完璧に隠されていたから。私も自分がまさか隠し子なんて思っていなかった。世のお父さんは時々家に通ってくるものなのだと勘違いしていたくらいだったし。ところが私の母が突然他界したことで状況は一変。父は義理の母と妹に土下座して私を自分の元に引き取ってくれたものの、当然ながらそこは私にとっては針のむしろだ。義理の母は戸籍上は自分が正妻なのに他の女に先に子供が生まれていたことが許せないようで、あまり語れないようなひどい目にも遭わされてきた。父が助けてくれたんだろうって？まさか。父は完全に見て見ぬふりで、たまにごめんなぁと陰で私に1万円札を握らせるような人だ。こいつは親じゃない、とブチ切れた私は中学生の時に家を出た。家にいるよりは公園の土管に寝泊まりしている方が幸せだったのだ。はじめのうちこそ家出をするたび、家に恥をかかせるなと怒られて連れ戻されたけど、それでも諦めずに何度も家を抜け出していたら、ついに父も諦めたようで、探されもしなくなった。そのまま最後は事情を知る友達の家で暮らして、働ける年齢になると住み込みの寮があるところで働いた。だから私は中卒だ。その後、結婚の報告もせず暮らしていたのだが、父が他界したことで、遺産問題から私の所在が探し出され、再び妹と義理の母との接点ができてしまった。家族事情は聞いての通りだ。当然、妹との関係もぎこちない。面と向かって何かをされるとか言われるわけではないのだが、互いの間に妙な空気が漂っている感じだ。笑顔で会話をしていても、まあ先に生まれたのはあなたでも、お父さんに愛されてるのは私だけどね。みたいなことを匂わせる妙なマウントが言葉の端々にあった。というわけで、私は妹というか、そもそも家族が全員苦手なのだ。夫にもそのあたりの話はしてあるのだが、まあこのぐいぐい来る距離感のバグった妹に押しかけられれば、入れてしまうのも無理はないのかもしれない。一晩だけ頑張って耐えよう。そう思っていたのだが、妹はその後も頻繁に我が家に来るようになってしまった。晩ご飯を食べるまで帰らないこともある。家に入れないようにしたいのだが、自営業の夫に比べて私の帰宅時間の方が常に遅いので、夫が妹を家にあげてしまうと私にはどうすることもできない。
当然私は夫に文句を言ったが、仮にも妻の家族に対して俺からは強く言いづらい。と夫に返されると私は何も言えなかった。まあ逆の立場なら私もそうなるもんな。仕方なく私が妹を怒鳴りつけたが効果はなかった。それどころか、少しずつだが妹と夫の距離が近くなっている気がするのだ。別に目の前で手をつないだりキスをしたりしてるわけじゃない。でもなんか感じるのだ。二人の間に流れる男女の空気みたいなものを。これはまずいと思い、私は妹を無理やり追い返すようになった。しかし今度は夫が、おい、夜も遅いのに帰れっていうのはあんまりじゃないか。危ないだろ？仮にも妹なんだし、もうちょっと優しく。などと言い出し始めたのだ。妹は、旦那さん優しい。ありがとう。などと夫の腕にひしっとしがみつく始末。夫も触るな無礼者くらい言って振り払ってくれていいのに、まんざらでもない顔をしている。夫が妹に思いを寄せ始めたのか、それとももうすでに二人は、少しどころかかなりの嫌な予感を感じながらも私は様子を見た。最悪の事態を想定するなら証拠は多い方がいいからだ。私が夫と妹の関係を疑い始めた頃から徐々に夫もボロを出し始めた。テレビを見てて、この間一緒に見てた時もこの人がさ、と夫が上機嫌に話す内容が私の記憶になかったり、ねえ、ナナちゃんと妹の愛称で呼ばれたり、夫は、最近よくお前の妹がうちに来てるからつい癖になってるだけだよ。というが、一度疑い始めると無理のある言い訳にしか聞こえない。挙句の果てとんでもないことが起きた。う。おはよう。寝ぼけ眼をこすりながら私が2階の寝室から居間に降りると朝の6時だというのになぜか妹が朝ごはんを作っていた。お姉ちゃん、おはよなんでいるの？え？さっき遊びに来たんだよ。私の問いかけに妹ではなく夫が答える。妹は夫の回答にねーと笑顔で返していた。いや、さすがに誰かが家に来る音がしたら私は起きると思うのだけれど、そんな物音を聞いた覚えはない。それに何の必要があって早朝から遊びに来るってんだ？頭の中にひょっとして我が家のどこかに泊まっていたのではと浮かんだが、証拠がないので問い詰めようがない。この頃はもう夫と妹の関係は私の中でほぼ黒だと思っていたので、そろそろ決定的な証拠が欲しいと思うようにもなっていた。そこで私は夫には仕事だと嘘をついて会社を休み、家を張り込もうと決めた。毎日家に妹が来ているかどうかさえわからないので、もし何かあっても証拠を得るのに数日はかかるだろう。カメラを仕込み、外で待機。この生活が何日続くやらと思っていたら、初日にいきなり妹が家に現れた。妹が家に入ったのを見届けて気づかれないようにそーっと私も家の中へ。ケンちゃん。ナナちゃん。甘い声を出しながら二人は寝室に入っていった。その後は押して知るべしだ。覚悟はしていても夫の裏切りと妹が夫の前だけで見せる甘い声や女の部分に気分が悪くなる。頭の中のプランでは証拠を手に入れ次第すぐに乗り込んで説教をかましてやろうと思っていたのに、めまいがするほどの生理的な嫌悪感を感じた私はその場から逃げてしまった。あんな化け物のような二人と対峙しなくてはいけないのか。考えただけで心が折れそうだ。でも自分を守れるのは自分しかいない。今までだってずっとそうだった。強くならないと。その日はどうしても家に帰りたくなくて、夫には会社で急遽飲み会になったから近くに泊まると大嘘をついた。きっと今も二人は私の不在を大喜びしながら不貞関係を楽しんでいるのだろう。今日だけは自分を甘やかして逃げよう。明日から頑張ろう。そう決めた。翌日、
さすがに私も家に帰るしかなくて、寝室のベッドに不快な気持ちを抱きつつ我慢して眠った。絶対にこいつらを追い詰めてやる。そう誓って。さらに翌日も張り込んでいると、再び妹が現れた。どうやらほぼ毎日のようにこの妹は私の家に出入りしていたようだ。妹が到着すると5分もせずことに及び始めたので、真っ最中に寝室に突入させてもらった。扉が開いた瞬間、青ざめるでもなく、声を上げるでもなく、呆然と私を見る二人。ずいぶん仲が良さそうね。睨みつける私に真っ先に反応したのは夫だった。ユキなんで？いや、これは違うんだ、焦る夫とは対照的に、妹は無言でシーツを体に巻きつけ、ふてくされた表情を浮かべながらタバコに手を伸ばす。その格好じゃ何を言っても説得力ないわよ。さあ、話し合いをしましょうか。夫はうなだれていたが、妹は、バレちゃったらしょうがないよ。と能天気に夫に笑いかけていた。話を聞いてみると、妹はほとんど毎日我が家にやってきて、夫と浮気を繰り返していたようだ。関係を持ちかけたのは妹からで、最初は拒んでいた夫もなし崩し的に関係を持ったことをきっかけに、危ない付き合いにはまってしまったらしい。こないだの妹が朝食を作っていた日の前日は、妹と行為に及んでいる最中に私が帰宅したので、とっさにクローゼットに隠れて、出るタイミングを逃して、そのまま夜を過ごしたという。関係がバレたと分かった二人の口から出た言葉は、愛し合ってるので離婚してほしいだった。止める気はない。私だってもう離婚してほしい。双方離婚に同意ではあるものの、離婚届は手元にない。財産分与の話し合いもきっちりしたい。私と夫は一旦別居することになった。夫は妹の住むアパートへ。私はこの家だ。正直、二人が行為に及んでいた家でなど気持ち悪くて過ごしたくないのだが、実家すらない私には今住む家がないので仕方がない。話し合いがどれだけ長引くかによってはホテル暮らしも苦しい。背に腹は変えられないと仕方なくこの家で暮らす代わりに、せめて寝室は使うまいと決めた。その翌日、妹が、彼の荷物を取りに来たの。と我が家を訪ねてきた。昨日、夫はほとんど木の実木のまま家を出て行ったし無理もない。さっさと荷物持って行け、とだけ言って仕方なく妹を家にあげた。家に上がるなり、いやー、昨日は大変だったね、お姉ちゃん。と他人事のようにヘラヘラ笑って話す妹。あの人がね、財産分与とか何でも言う通り渡して、後腐れなく別れたいって言ってたよ。そう。この家もお姉ちゃんにあげるつもりみたい。もともと私に家をサプライズでプレゼントしてくれてて、引っ越し間近だったから、そこで二人で暮らそうってさ。へえ。聞いて驚け。私は年収1000万の旦那とタワマン最上階で暮らすの。高収入夫もらってごめん。元彼なんかよりずっと有料物件だよ、あの人。お気の毒に。上機嫌すぎるほど浮き足だった妹の話を聞き、敵とはいえ心の底から不憫になってしまった。タワマンもう買ってるの？うん。入居日も決まってる。そう。じゃあそのタワマン、私のものでもあるわね。どういうこと？一応聞くけど、あの人があなたにマンションを買ったのよね。お金を出したのよね。そうだけど、私にタワマン買うお金なんかあるわけないじゃん。名義はどっち？俺が支払うって言ってたから多分彼。妹の回答を聞いて思わず私は吹き出してしまった。結婚中に夫名義でマンションを買うなんて完全に財産分与の対象じゃないか。バカ者めが。勝った。なんなのよ、急に笑い出して。七重、あんたは、まあ私も最近勉強したんだけど、
もうちょっと法律を学んだ方がいいわよ。は？そのタワマン、私がもらうわ。入居前でよかった。この家、気持ち悪かったのよ。あげるわけないでしょ？まあ別にタワマンにこだわりがあるわけじゃないから、あなたにプレゼントしたものを考慮した慰謝料をふっかけてもいいのよ。高くつくでしょうね。マンションのプレゼントなんてしてたなら。そんなに慰謝料だの、財産分与だのって高くつくもんなの？まあ、共働きだし、あの人の稼ぎも多いから、身の回りのものはそれなりに高いもの使ってたし。離婚理由は浮気だしね。あんたからも慰謝料はもらうわよ。妹からも取る気なの？何それ？浅ましいよ、お姉ちゃん。お姉ちゃんだなんて思ってないくせに、こういう時だけ妹ぶっちゃって。精神的なストレスもかなり受けたし、なんと言われようと、私はもらえるもの全部もらうわよ。浅ましいなんてセリフはいっそ褒め言葉だ。悪いことをした人間に遠慮も情けも必要ない。当然だろ。でも彼は稼ぎも多いし、そのくらいポーンと払えちゃうわよ。とふんぞり返る妹。何言ってるの？私はあの人が今持ってるもののほとんどを全力でもぎ取ろうとしているのよ。一から買い集めてたら、あの人だってお財布空っぽになるわよ。収入が多いと慰謝料も増やしやすいしね。考えてみなさいよ。この家もタワマンも車も家財道具も全部財産分与よ。それに慰謝料。しかもあなた、私に慰謝料払えるほど稼ぎないでしょ？前も彼氏に養ってもらってたし。私の言葉にうっと黙る妹。でも、あなたたちは一緒に生きることを決めた。つまりあなたの慰謝料は県が払うわけで、2倍の慰謝料と2人分の生活費もろもろ。あっという間にお金飛ぶわよ。妹は眉を潜めながら、脅す気？と声を上げる。脅すって、そんなことしてないじゃない。でもやっていいならやるわよ。例えば、夫の会社の掲示板であなたたちのことを暴露したりね。そうしたらもう収入も入ってこなくなるかもしれないわね。私がニヤッと笑うと、妹は本当にやりかねないと思ったようで。彼と話し合うから、ちょっと落ち着いて！と私をなだめ始めた。正直、腹違いとはいえ、実の妹に夫を奪われたのだから、掲示板に書き込んで悪評を広げるくらいのことをしても許されると思う。ただそれは、ちょっと私としては好きなやり方ではないので実行するつもりはない。なんだか自分まで落ちた感じがするし。でも、やるふりをしてちょびっと脅かすくらいは許されるでしょ？やっと得た幸せを奪われて、私すっごく怒ってるの。だから、何するかわからないわよ。じろりと睨む私に妹はひるんだ。彼に伝える！できる限りお姉ちゃんの望み通りになるように！そう、期待してるわ。私がにっこり微笑むと、怯え切った妹は、結局夫の荷物を持ち出すことすら忘れて、そそくさと帰っていった。数日後、夫と妹がスーツ姿で揃って現れた。夫はまだしも、妹は着慣れないきっちりした格好が何か痛々しい。ゆき、全部七重から聞いた。ごめんな。本当に最低なことをしたと思ってる。最初に謝るべきだった。今更だけど許してくれ。ソファーに案内したにもかかわらず、そこには座らず、床に三つ指をつく。もうすぐ他人になる夫。妹も慣れない素振りで夫と同じポーズをとった。どうしようかな。私の言葉に二人は目を泳がせる。どうにかして機嫌を取ろうと思っている顔だ。俺たちのことを暴露したい気持ちはわかる。でもそれをされると、俺たちは生きていけなくなる可能性がある。まず俺は仕事を失うだろう。へえ、いいこと聞いた。とちょっと思ってしまった。仕事なんかなくしちまえよと思う気持ちもあるが、そこまでするのは下道だろう。人道を歩みたいと思っている心優しい私が暴露なんてするわけがないのに、二人は何度も必死に、どうか勘弁してほしいと頭を下げた。
ちょっとこの光景を見て気分がいいのは秘密だ。少しだけ意地悪をしてやろう。あなたたちの誠意って謝るだけ？他には何かないの？私の問いかけに二人はほとんど同時に、ときょとんとした表情を浮かべる。だって、私はあなたたちに一生分くらい蔑まれたようなものなのよ。二人でこそこそ浮気して、私を騙して、ヘラヘラ笑ってたんだから。さぞ楽しかったでしょうね。そんなつもりは。と、すかさず夫が声を上げた。どんなつもりだろうと、結果はそうなってるわけじゃない？だって二人は私を捨てて結婚するんでしょ？その瞬間、妹の顔が引きつった。それなんだけど、お姉ちゃん。何？私、彼を諦める。ごめんなさい。もともとお姉ちゃんを貶めたいと思ったり、あと、お金持ってる相手が欲しかっただけなの。そこまでリスクを背負って一生彼といたいわけじゃなくて。とんでもない暴露に夫の顔が凍りついた。これにはさすがの私も笑いがこらえきれず、どれだけ我慢しても肩が震えてしまう。金目当てで関わった男が金も地位も名誉も失いかけ、自分にも火の粉がかかると思った瞬間切り捨てる。紛れもなくあのクズ父の血を引いてるなぁ。私もその血を引いてるから、できるだけ似たくないと思って暴露はしないって決めたんだけどさ。じゃあ、これ何？ななえちゃんと俺はどうなる？俺は、じゃあ、ゆきとやり直すのか？いや、寝言は寝ていってよ。混乱しているのはわかるが、まさかの夫婦やり直しの提案に私がドン引きしたのは言うまでもない。妹と行為に及んだところまで見てて、やり直すなんてできるわけないでしょ。ましてや、その辺の女性ではなく、私が嫌がっていることを分かっている妹と通じておいて、と思ったが黙っておいた。お願いお姉ちゃん、私だけでも許して。望むなら実家で起きたことも全部謝るから。意地でも自分の身を守りたい妹の気持ちが土下座からひしひしと伝わってきた。こんなにも胸を打たれない土下座は半世紀に一度見れるか見れないかじゃないだろうか。本当にあんたは中卒の私よりおたんこなすな頭してるわね。望むなら謝る。なんて言われて許す人いると思うの？相手が謝罪を望んでなくても悪いことをしたと思った方が謝るから意味があるんでしょ？そこまで人の気持ちがわからないって、ちょっと真剣に自分を見つめ直した方がいいわよ。夫の意味不明な提案にも妹の身勝手さにもドン引きだ。この舞台にまともな奴はいないのか？あなたたちがどれだけ謝ろうと、再婚してもしなくても、私は絶対離婚するし、暴露されたくないなら、そうね、いいねで慰謝料もらえるかしら。あと、七重に送ったっていうタワマンもね。私がじっと夫を見つめると、夫は観念したように静かに目を閉じて、分かったと言った。妹は納得がいかないとでも言いたげだったが無視した。この手の手合いは話し合いで理解し合えるわけがない。なぜなら頭がおなすなのだから。こうして私は夫と離婚することができたのだった。その後、私は宣言通りタワマンをいただき、世間の相場を大幅に無視した高額な慰謝料をいいねでいただいた。まあ、妹との浮気なんて精神的苦痛だってとんでもないんだから、本当だったら生涯かけて私に貢がせてもいいくらいだ。もちろん、家や車、家財や預金もろもろも全部財産分与した結果、私はコールセンターのオペレーターにしては豪勢な生活を手に入れた。ちなみに妹は慰謝料の額を見て、夫に謝罪をして復縁を申し込んだそうだが、夫はそれを聞き入れなかった。まあそうだろうな。はっきりと金が好きだったって言われたようなもんだったし。こうして妹は自分で慰謝料を払うことになり、どうも母親に泣きついたようだ。しかしあの女、つまり義理の母だが、私にお金を渡したくないと言ったそうな。娘の救済よりも自分のプライドを優先したってわけだ。そして妹は誰からも支援を得られなくなった。これはこれでざまあみろだ。
家族を憎んでなかったと言えば嘘になるし、やっと手に入れた夫との生活を奪われたことだって許せない。だけど、徹底的に追い詰めて大逆転させてもらったので、今は胸がスッとしている。思えば、実家にいた頃も嫌がらせをされ続けて家を逃げるしかできなかったし、今まで私が反撃に出たことはなかったんだよな。少しだけ自分が強くなった気がする。それから私はしばらくの間、コールセンターの仕事を続けていたが、その後資格を取ってセラピストになった。自分の体験を機に女性の疲れを癒す仕事をしたいと思ったからだ。今は家とは別に借りたマンションの一室でリンパマッサージやネイルアート、よもぎ蒸しなどのサービスを女性限定で提供している。すっかり疲れ切っている女性たちが不意に旦那さんの愚痴や子育ての悩み、仕事での苦悩などを話してくれるのが実は少し嬉しい。話し終えたお客様が心も体もすっきりしました。ここに来てよかった。と笑顔で帰ってくれるのが私の一番大好きな瞬間だ。再婚のチャンスは、実は何度かあったのだが全部お断りした。だって無駄毛ボーボーでも気にせず暮らせる今の生活がすっごく楽なんだもん。夏は捨ててこ。休日は前髪をピンで思いっきり留めてひっつめ頭。夜はスルメ片手に晩酌。これ以上の幸せがある？いや、ない。正直全く寂しさも感じないし、気を使わなくていいので快適指数もかなり高い。ただ、独り身だとなんかあった時怖いよねーと言いながら学生時代の友人同士で集まることは増えた。みんなバツイチだったり、いろいろ抱えて現在のお一人様を満喫している状態だ。あと3年みんなが独り身ならルームシェアをしようと言っているのだけど、その通りになる予感がプンプンする。そうなったらきっと女同士で今よりもっと賑やかな楽しい生活になるんだろうなぁ、と今から胸を躍らせているところだ。要介護のばあさんとか、高校生の子供なんて邪魔なのよ。赤ちゃんの部屋がないでしょ？出て行ってよ。自分勝手な兄夫婦に振り回された私の青春。だけど、予想だにしない形で最高の人生へと変わったのだった。私の名前は水木。近頃重力というものに抗えていないのか、頬が下がりまくって、ちょっぴりブルドッグ風のフェイスになりつつある40歳だ。己、マスク生活め。私の表情筋をたるませよって。そういえば、私の母は、たるみやほうれい線はあまりない人だったな。遺伝したかったな。母はそれなりに美しい人だったと思う。若い頃に父の浮気が原因で離婚してからは、3歳上の兄、竹道と私を女で一つで育ててくれていたのだが、ある日突然、脳の病気で倒れてしまった。兄が高校1年、私が中学1年の時のことだ。無事に目を覚ました母だったが、下半身不随となり、言葉もうまく喋ることができなくなってしまった。ほとんどずっとぼんやりしているような状態だ。この日から私の受難が始まった。母の状態を病院で聞いた兄は、早速今後どうするかと私に話を振ってきた。私は二人で母を支えていこう、そう思っていたのだが、兄は、俺は介護とか無理だから、母さんも男に介護されるの嫌っしょ。部活もあるし、お前全部やってね。と、私に丸投げしてきたのだ。全部やってね、と言われても、中学生の私は介護の知識などない。一体何をやるのか、どのくらい大変なのかも想像がつかず、ただただこの先が不安だった。私一人でお母さんをきちんと面倒を見れるのだろうか。ほんの少し前まで母にほとんどやってもらっていた甘えっぱなしの子供だったのに、頼れる大人といえば蒸発した父なのだろうが、連絡先さえ知らない。
この時初めて知ったが、母は父から養育費さえもらえていなかったようなので、たとえ父と連絡がついても見捨てられただろう。朝も夜も働き詰めだった母の背景を知り、胸が痛かった。さらに母は当時まだ若く、介護保険の対象外だったので、介護サービスもろくに受けられなかった。生活費は生活保護で賄うにしても、他人からの支援の手はほとんど期待できない状態だ。本当は何かもっと良い制度があったのかもしれないが、まだ中学生だった私には行政文書を理解することさえ難しかった。病院などに教えてもらって言われるがまま手続きを進めていたような状態だ。しかし兄はそんな私を見て見ぬふりし、母のことだけでなく家事のすべてを私に任せ続けた。同じ家に住んでいるのに、兄は部活や遊びを楽しみ、好きな時に好きなだけ眠ったけれど、私は部活も友達付き合いも諦め、母のケアで眠れないことが常だった。こうして私は兄に押し付けられるがまま、青春を家事と母に捧げたのだ。母が倒れた翌年のことだった。兄が突然、高校を辞めるわ、と言い出した。母の介護を手伝ってくれるのだろうか、と少し期待したのは言うまでもない。私も中学2年生、受験を意識する年齢だ。助けが欲しかった。しかし、兄の口から出てきたのはとんでもない一言だった。子供できたからさ、彼女と結婚してこの家で住むわ。え？なんと兄は同級生の女の子を妊娠させてしまっていた。責任を取るために高校を辞めて我が家で子供を育てるらしい。血のつながった母のことさえ何もしない人に赤ん坊なんて面倒見れるはずがない。子供が子供を作った。そう思った。私は、同居なんて嫌だと声を大にして言ったが、お前には迷惑かけないって、とヘラヘラするだけだ。もちろん、そんな言葉を信じられるはずがない。生まれて初めて、ここから逃げたいと思ったけれど、当時の私にはどうすることもできなかった。それから1ヶ月後、義士、ゆりが我が家に越してきた。はじめこそ義士は、お家大変なんでしょ？手伝うからね。と優しいことを言ってくれていたのだが、案の定、越してきて3日も過ぎれば、お腹の子のために無茶はできないの。と、お茶の一杯すら私に運ばせるようになった。あの兄の妻になろうという人なのだから、まあ予想はしていたけれど。高校を辞めた2人はバイトに行くでもなく、ほとんど家にいた。そのくせ母のことは一切何もせず、私が帰ってきて慌てて母の面倒を見ているところに、ねえ、今日飯何？と聞いてくるような始末だ。挙句、体力が有り余っているのか、夜中にギャーギャー騒ぎまくり、私の少ない睡眠時間を奪った。義士が来てから体重が5キロも減ってしまったのは当然の結果だったと思う。やがて兄もコンビニでバイトを始めたので、2人が深夜に大騒ぎすることは減ったが、それと入れ替わるように義士の子供が生まれた。今度は赤子の泣き声で大騒ぎだ。正直なところ、姪っ子だと言われても、この頃は兄も義士も嫌いだったので、少しも可愛いとは思えなかった。冷たい人間だと言われても仕方ないと思う。だけど、当時の私は自分の受験勉強がちっともはかどらないことに焦り、苛立ち、それを母にぶつけてしまわないように必死だったのだ。まだまだ子供の私に、兄たちの子を慈しむ余裕などなかった。そんな崖っぷちの状態でも、担任の先生に特別に遅れている部分の指導をしてもらったりして、なんとか高校に合格することができた。母の介護の関係で希望の高校ではなく、実家から一番近くで偏差値も低いところになってしまったが、行けないよりはずっといい。学費の件も兄が高校を中退した分のお金が浮いたので、私の進学に回せた。これだけは兄に感謝してもいいかもしれない。高校生になれば自分でできることもきっと増えるはず。そう信じていた。
そんな高校入学も目前のある日。ねえ、みずきちゃん。こんな家どう？え？技師に見せられたのはアパートのパンフレットだった。ああ、子供も生まれたし、二人が引っ越すんだな、と一瞬思ったのだが、よく見るとすべて一人暮らし向けだった。これなんか近くにコンビニもあるし、いいんじゃない？みずきちゃんも女の子だし、ある程度人目のある通りに近いお家の方がいいよね。ゆりさん、私引っ越すつもりは。え？笑顔で聞き返してきた技師の目の奥は少しも笑っていなかった。あんたに拒否権はないと言いたげな圧力を感じる。だけど私だって、はい、わかりましたとは言えない。お母さんのこともあるし。連れて行けばいいじゃない。そんな、行くあてなんてありません。物件探してあげてるでしょ？あとはバイトでも何でもしなさいよ。ひどい。ひどい？もう高校生でしょ？十分働けるじゃない。実家で暮らすなんて甘えよ甘え。高校生になったんだから出て行きな。なんであなたにそんなこと言われなきゃいけないんですか？私は泣きながら必死に反論した。あんた、私の方が立場が上って忘れてない？所詮あんたは妹の立ち位置なのよ。わきまえなさいよ。こっちは赤ん坊がいるの。要介護のばあさんと高校生のガキなんていたら、部屋が狭いったらありゃしない。ほら、とっとと出て行った。技師は私の襟首をつかみ、無理やり玄関先に叩き出した。それからすぐに奥にいた兄が母を乱暴に連れ出しながら、ほらよと私に渡す。子供を持つ人間のやることだとは思えない。それからすぐに技師は母の車椅子を蹴飛ばし、私の学生カバンを投げつけて、じゃあなと玄関の扉を閉めた。待ってよ！ねえ待って！何度も叫び玄関先を叩いても兄たちが出てくる気配はない。本当に追い出された。そう思った時だった。お嬢さん、どうしたのかね？そう言って声をかけてくれたのは、斜め向かいに住むおじいさんだった。森田さん。どうしたのかと言われて、要介護の母と共に追い出されたとは言えなかった。なんでかはわからないけれど、恥ずかしいことのように思ってしまったのだ。ちょっとお茶でもごちそうしようか。おいで。そう言って手招きする森田さん。近所の人とはいえ、そんなにホイホイ家に行っていいのだろうかという心配はもちろんあったけれど、雨も降り出してきて、母をこのままにしておけないと思ったので、ありがたく家に上がらせてもらうことにした。森田さんは私と母にタオルと温かい紅茶を出してくれた。私の緊張も気づいていたのだろう。後ろで流れているテレビの話題を広げたり、好きなものはあるか、など、他愛もない話題を振って私を落ち着かせてくれた。おかげで私は少しずつ、兄夫婦に家を追い出された、と打ち明けることができたのだった。これからどうするのかね？当てはあるのかい？私にもわかりません。なら、住む場所をあげようか。いや、そんな、お金もないんです、私たち。ははは。こんなお嬢さんからお金なんて取らんよ。ただで構わん。そんなわけには。いいからいいから。じいさんになるとお金なんて余っとるんじゃ。若者は甘えとけばいい。学費も出そう。お母さんもケアしてくれる人を雇えばいい。どうしてそこまで？覚えてないかね？え？わしはな、ちょっと前まで君のいた小学校で用務員をやっとったんだよ。すいません。覚えてないです。無理もない。君はまだ2年生くらいだったし、わしもまだ白髪じゃなかったからね。当時の君は心臓に痛みを訴えて倒れたわしを学校の裏手で見つけてくれて、先生を呼んできてくれたんだ。そういえば、そんなこともあった気がする。
その後用務員を辞めて、この家に引っ越してきて、君がご近所さんだと知ったよ。でも、たったそれだけでここまで良くしてもらうわけには。いや、あの時わしは発見が遅れていたら、お母さんみたいになっていた可能性があるんだよ。君が即座に大人を呼んできて、適切な処置を受けられたから今がある。だから本当に感謝しているんだ。信じられないと思ったが、森田さんの目は兄たちのような人を裏切る目をしていなかった。純粋に私たちを心配してくれている。そんな気がしたのだ。何？知らないおじさんに家を与えられても怖いだろうから、よかったらわしの孫と暮らさんか。大学生の女の子だ。介護士を目指しているから、助けにもなるだろう。それはちょっと安心だ、と思ってしまった。少なくとも介護に理解のない兄のような人間とは、もう絶対に一緒に暮らしたくない。とても悩んだが、正直私に選択肢はない。ひとまず森田さんを信じてみよう、と決めて養ってもらうことにした。森田さんが提供してくれた家は、見たこともないような豪邸だった。しかもバリアフリー仕様だ。孫の美香さんも、大学を機に一人暮らしをするはずだったけど、一人じゃ寂しいなと思ってたの。と、見ず知らずの私たちの同居を喜んでくれた。その上、母の介護の手伝いや家事まできっちり分担してやってくれる。思わず、私は天国に来てしまったのだろうか、と思ってしまうほど幸せな生活だった。森田さんのおかげで高校に行けただけでなく、大学の費用も出してやろうと言われ、無理だと思っていた大学進学も果たした。美香さんは本当に姉のように私に寄り添ってくれた。いわゆる底辺高校に通っていた私のために大学進学の勉強を見てくれたのも美香さんだ。おかげで高校のレベルからは考えられない高い偏差値の大学に受かった。後で分かったのだが、実は森田さんはとある会社を経営する家の次男坊だった。飲食から介護サービスまで手広くやっている大手企業だ。用務員は定年後の趣味でやっていたという。ある日、何か恩返しができないかと森田さんに尋ねた。すると、じゃあ、うちの関連企業で働かないか。と、介護サービスの会社を紹介されたのだ。そんなの恩返しにならないじゃないか、と思ったけれど、孫みたいに思っているから、しっかり働いている姿を今後も見られる方が恩返しになる。と言われ、ならばと森田さんの口利きで入社した。おかげで母の世話を外部に頼ったり、バリアフリーの家に住めるだけの収入を自分で稼げるようになった。その上、森田さんに孫に会ってほしいと言われ、孫のこうさんを紹介された。なんと、ゆくゆくは私が働いている介護事業を社長として担う予定だという。最初はそんなつもりはなかったのだが、一つ年上のこうさんの包容力に私はどんどん惹かれ、交際が始まり、やがて結婚した。森田さん曰く、初めからくっつけようと思っていたそうだ。結婚報告の時も森田さんは、これで本当に親戚になるな、と目を細めて微笑んでくれた。実の家族には母以外全く恵まれなかったが、こんな形で家族になれることもあるのだと嬉しかったのを覚えている。介護に理解のある夫は母との同居も許してくれた。お母さんやお父さんもとても優しく、二人の子供にも恵まれ、順風満帆な日々を送っていた。ある日。なあ、水木。これもしかしてお前の兄さんじゃないか？え？夫に差し出された履歴書を見ると、随分老け込んだが、そこに写っているのは確かに兄だった。本当だ。私の兄よ。うちの系列のホームで新しい介護職員を募集してて、来週面接なんだけど、面接希望者の中に混じってたんだよ。介護職？あの人がやるわけないわよ。だよな。どういう風の吹き回しでうちに来たんだろう。わからない。ねえあなた、この面接私がやっちゃダメかしら。
私の言葉に夫はニヤッと笑った。それがいいね、と言って。面接当日、スーツは着ているものの、ヨレヨレのシャツを裾から出しただらしない姿で兄が現れた。とても仕事をしようという姿勢を感じる格好ではない。ご着席ください、と私が促すと、素直に応じる兄。その瞬間、ふと目が合った。久しぶり。驚き、肩が跳ねる兄に、笑顔で語りかける私。なんでお前がこんなところに？面接官だからよ。それよりお兄ちゃんこそ、なんでこんなところに？介護なんて毛嫌いしてるじゃない。いや、俺は、介護、っていうか、ご老人がな、大好きだぞ。嘘ばっかり。お母さんと私を叩き出しておいて。いや、あれは、俺も若かったっていうか、頼む、水木！ごにょごにょ話していると思った矢先、兄は椅子を降りてその場で土下座してみせた。何の真似？もう俺には後がない。頼むからここで雇ってくれ！どういうこと？私の問いに兄が席を切ったように語り出した。30代の時に工場のバイトクビになってからずっと無職だったんだ。就活してもダメで。そしたら嫁から、ただ飯食いなんて養えないって言われてな。あいつ子供が保育園行き出したくらいから、俺のことを人間と思っていないみたいなんだよ。多分他に男がいるんだと思う。でも俺にはもうあいつしかいないし、仕事が決まんないと今度こそ見捨てられる。兄は大の大人だというのに、みっともなくその場で泣き出した。かわいそうアピールでもしたいのだろうか。私たちにしたことを忘れたとは言わせない。それだけ？私の返しに兄はポカンとした顔を向けてきた。それだけってなんだよ。俺の不幸を聞いて、よくもまあそんな冷たいことが言えるな。私は学生の身だったのに、あなたたちに家を追い出されたのよ。少ない生活保護をやりくりして、ただ飯食いの面倒を見てあげてた。それとこれとは別だろう！家族をあっさり切り捨てるような人だから、職場からも切り捨てられたんじゃないの？あなたに足りない部分があるから、クビになったってことでしょ？私の言葉に兄は黙った。それにね、保育園くらいの子供ってすごく手がかかるんだよ。育児や家事、ちゃんと手伝った？何もしてないでぐうたらしてたんじゃないの？一瞬息を飲む兄。どうやら図星らしい。そりゃ人間扱いされなくても仕方ないよ。ただ飯食ってるトドがその場に転がっているようなもんだもん。トドは可愛いけど、夫がそれなら憎たらしくもなるよ。ゆりさんに男を作る暇なんてなくて、ただ単に嫌われただけだと思うよ。嫌われる要素はこのやりとりだけでも想像つくしね。ぐうの音も出ないのか、兄は無言で肩を震わせるばかりだった。悪いけど、実の母親と妹を家から叩き出すような人を介護スタッフとして雇うほど、うちの会社は危機管理ガバガバじゃないから。はっきり言わなきゃわかんない？不合格って言ってるの。まず受かるわけないでしょ？不自然に職場を15回も転職してる人なんて。そう、兄の履歴書はどの仕事も短期間で終わっていた。一身上の都合により退社と書いてはいるが、クビになったんだと思う。昔から自己中な人だから、チームワークが必要だったり、人に配慮する仕事ができるわけがないのだ。実際、この面接の間だって、兄の自己中さが出ていたしね。そんな、もう俺には受け皿の多い介護職くらいしか。やっぱそんな志望動機だったか。だと思ったよ。安心して、関連企業にも、こいつはスタッフにするなって広めておいてあげる。そう言って、私がにっこり微笑むと、それだけはと、再び兄が頭を垂れた。高齢者の方々を守るためだから、これだけは私も譲れないから。あと、実は私、本当は面接官じゃなくて、この面接自体、
本当はもうとっくに終わってて、採用者が決まってるの。お兄ちゃんは採用するつもりなかったから、嘘の日程を教えたんだ。だからどうあがいても採用にはならないよ。残念だったね。そう言って私は兄の襟首をつかみ、いつかの自分のように部屋から叩き出してやった。じゃあねと、笑顔で手を振ると、兄は何とか室内に戻ろうとしてみせたが、外で待機していた夫の部下が、これ以上騒ぐなら警察を呼ぶと脅し、ビルの外まで追い出してくれた。かくして、兄と私の最後の戦いは幕を閉じたのだった。その後、会社の方に兄から私宛ての手紙が届いていた。働ける仕事が見つからなかった兄は、完全に義士に愛想をつかされ、離婚を言い渡されたらしい。手紙の内容も、生活が苦しいから助けてくれとか、雇ってくれと、兄らしい自己中な内容だったので、無視させていただいた。助けてほしい時に、私と母を踏みつけにした兄を助ける義理はないからだ。これからじっくりと踏みつけられる側の苦労を知ってほしいと思う。一方私は相変わらず穏やかに暮らすことができている。それもこれもすべて、あの日私と母を拾ってくれた森田さんのおかげだ。森田さんももう随分高齢なので、最近は足腰が弱ってしまっているようだが、今でも私は定期的に会いに行っている。中学生の子供たちも森田さんをとても慕っていて、私の知らない時に勝手に会いに行っていることもしばしばだ。今年の春は母と森田さんを連れて近くの公園でお花見をした。夏には東北の方の温泉に行こうと言っている。来年も再来年も子供の頃の分までたくさん素敵な思い出を作っていきたい。幼い頃は本当に苦しかったけれど、生まれてきてよかったと思う。この人たちと出会えてよかった。私は今、幸せです。My 40-year-old brother married a super beautiful woman. He has a secret about her, but one day an incident occurred without any evidence. There are some scary women in this world. Nice to meet you. I'm Miyoko. I'm 42 years old. I'm an ordinary housewife living with my husband, who is a natural and young man, and my daughter, who is a first-year high school student. People often say that I'm laid back, but I don't think that's true. I met my husband at work and got married, but he was a very serious person from the time we started dating. He's not unreliable, but when someone says something, I think it's true. But sometimes it's easier to be with someone like that. My daughter Emmy is the only one of us who is extremely realistic and reliable. She's not strong-willed, but she has a tendency to make a lot of noise, and sometimes she calls us a mascot couple. That's rude, isn't it? There is actually one problem in our family. It's about my mother. My father died when I was in elementary school, and my mother raised me and my brother alone. She's a bit difficult, but she's really a kind mother. My mother is currently living with my brother and his wife at my parents' house, but I've been wanting to take in my mother for the past few years. My husband agreed, and I was looking forward to having a daughter. But for some reason, it didn't work out. To be precise, I wasn't allowed to take in my mother. My wife will take care of her, so I'm relieved. My brother says that our house is spacious now and that he is the head of the family, but it may be strange for me, a married woman, to want to take in my mother, but my brother Takenori got married 5 years ago. He was single until he was 40. His partner was Kimiko, a beautiful woman with butterflies.
I couldn't help but question him about where he got her. She's even more beautiful than the beautiful actresses I see on TV. Apparently, she was the nurse who took care of my brother when he was hospitalized for long blindness. It all started when they met by chance on a train after the expedition and spoke to each other. My brother said he didn't think such a beautiful woman would pay any attention to him, but even from his sister's point of view, he doesn't look that bad. He's a section manager at a fairly well-known company. But he's a bit shy and not very proactive with women. But when he was hospitalized, Kimiko took care of him and we had various conversations, and he fell in love with her. Of course, if she's beautiful, kind, and considerate, you'd fall in love with her even if you weren't his brother. Kimiko was actually a virgin, so I thought she must have been popular with men all her life. He wasn't able to talk to her privately while he was hospitalized, but he thought that if he missed this chance when they met by chance, he might never see her again. He took the plunge and asked her out to dinner, and surprisingly, Kimiko kindly agreed. It seems that men are shy around really beautiful women, so they don't seem to be able to keep them. That's what my brother said, but I wonder if it's true. Anyway, my brother seemed very happy to marry Kimiko. Also, Kimiko is perfect in everything, from housework and cooking to the fine details of how she dresses. My mother was also happy that her son had found a good wife. But, is there really such a perfect person? I might sound like a goddess for saying this, but I felt an uneasiness that I couldn't explain whenever I met my beautiful sister-in-law. At first, I just felt a strange sense of discomfort towards Kimiko, like maybe I just didn't like her. But that turned into doubts about 2 years ago, when my mother's condition started to become strange. My mother's health started to deteriorate little by little several years ago, and now she has Ryucho's longevity disease and a mild heart condition. However, the condition itself is not that serious, and she can live a normal life as long as she doesn't push herself too hard. My brother also told me that I don't have to worry because he sends her a paper envelope every month and makes her take her medicine properly. But since last year, my mother's voice on the phone has been getting strangely weak. For some reason, Kimiko hasn't been talking to me much lately. When it's time for dinner, you just come out without saying anything and we don't eat together. I feel a little lonely. Your brother seems to be as busy as ever. Such small complaints started to leak out over the phone with me. If that was all, it might be a common thing. I thought that living together would be stressful and that sometimes you don't get along. But then one day, my mother said these words. I'm sorry, Miyoko. Maybe I shouldn't call you so much anymore. If I call, Kimiko scolds me. Why? She said it's expensive. I didn't know what my mother's smartphone contract was like, but I'm sure there's something like unlimited domestic plans now. Also, line calls are free, and I was thinking of teaching my mother how to make line calls next time I go over there. Next time I go over there, I'll teach you how to call with line. It's a little more complicated than calling, but you can call for free. But then I didn't hear from my mother for a while. I tried line but it didn't even show as read, so I got worried and contacted my brother. Oh, the other day Kimiko accidentally selected the phone without noticing that her smartphone was in her pocket, which is a rare mistake for her. She said that and laughed. But how can she make such a mistake? If her smartphone was in her pocket, it would be quite heavy. I thought it would be different for Kimiko, but it would be that perfect Kimiko. So in the end, my brother said that my mother doesn't work and is at home all day, so they decided that a landline would be enough.
But wait. My mother has a hard time walking around the joint town. It's hard to answer the phone quickly just because the landline rings. Also, she would send me and my daughter Emmy pictures of the flowers in the garden at her parents' house and the cats that come to play online, and my mother was looking forward to receiving family photos and pictures of cooking from us. Above all, I'm worried if I don't have a tool to contact her immediately. I told my brother that, but he said that Kiko was watching over us and that everything was fine, so he didn't take it seriously. I was worried, so I went to my parents' house with my daughter Emmy on Sunday. Oh, come in. I'm glad you came. Kiko greeted me with a perfect smile. My brother said, "What's wrong with you? You're such a worrier." I told you everything was fine, and laughed. My parents' house was an old but fairly large house built by my grandfather, and my mother was alone, so I got a mother. But my father died early, and after that my mother raised me and my brother without remarrying. Well, my grandfather left us some money, so we weren't in financial difficulty, but after I got married, my mother and my brother lived alone in this large house. My mother was looking forward to her coming and having a grandchild and expanding our family. But even after 5 years of marriage, we still had no children. The first thing that surprised me when I entered the house was that the position of the landline had been changed. It wasn't moved near my mother's room for my mother, but moved farther away from her. They rearranged it. The location of the phone has changed. When I said that, Kimiko said, "Yes, I bought a new phone, but it doesn't fit in the old place." She said it was fine wherever you put the phone. How is your mom? It's been a while, Grandma. When my daughter and I called out to her, my mother didn't respond for about 3 seconds, and then she said, "Oh, I'm fine." She said in a voice that didn't sound fine at all. She said that her smartphone was broken. "Shall I buy a new one for you?" When I said that, my mother panicked. "It's okay, it's okay. It's fine. I'm fine, quote. Her reaction was slightly off. Then Kimiko, who was behind me and my daughter, said in a troubled voice, "I don't know. It seems like your mom is getting a little senile." Well, recently your mom has been forgetting her medicine time and asking the same thing over and over again, and I guess it can't be helped with her age, but... She sighed and said, "I'm sorry." My mother, who kept a detailed household ledger and diary with that notebook, who was good at knitting and always knitted scarves and sweaters for me and my daughter, couldn't be like that. But there was something strange about my mother's behavior. "You're not okay at all, brother." My daughter Emmy suddenly said, "Grandma, your eyes look empty." "What's wrong?" quote. That's when it happened. My mother muttered, "I've been feeling a bit senile lately." Kimiko often tells me that too. "Mom, have you forgotten again?" "You often tell me that?" "Yes. I don't think I've forgotten, but it's like I have. Because she tells me that every day." When my mother said that with teary eyes, I couldn't help but feel that something was going on behind Kimiko's gentle smile. I thought that it might not be good for my mother to stay in this house like this. Even so, my mother seemed to have gotten a little better after my daughter and I came that day. That night I called my brother to talk about my mother. He said that my mother would be fine. Kimiko had been worried about my mother lately, and she was taking her to a hot spring in the hopes that it would cheer her up a little. A hot spring? Yes.
Tomorrow, they say forest bathing is good for dementia. They're going for a drive to a place in the mountains where there is a small footbath. My brother said that I should feel at ease because Kimiko cares about my mother that much. But I had a feeling that something was wrong. And the next day I got a call from the hospital. Your mother has been taken into care and is now in our hospital. She is a little dehydrated, but there are no serious injuries. Rescue? What does it mean? I immediately rushed to the hospital with my husband, Eji, and Emmy. When I saw my mother in the hospital room, she looked pale and had vacant eyes. What happened to your mother? What on earth happened? My mother smiled slightly. I'm sorry. I was so senile that I got lost. That's what she said. Apparently she was alone in the mountains and was rescued by a hiker who happened to be passing by. In the mountains, huh? Well, I was waiting in the woods. Kimiko told me to wait because she was going to stop the car for a bit. So I waited quietly. But Kimiko didn't come back. I don't remember exactly how many hours it took, but when I woke up, it was dark and I thought, oh, I'm lost. That's when Kimiko came rushing to the hospital. She was out of breath, sweating on her forehead even though it was winter, and said, "Oh, I'm glad you're safe, wait for me," but when I came back, she was gone and I'd been looking for her ever since. If this was acting, I thought it was Hakushin's acting. Because she was holding my mother's hand and crying, saying that she was worried that something might happen to her because of her. My mother apologized to Kimiko many times. But really, my mother had been told by Kimiko to wait for her, but she left the place and got lost. I just couldn't believe it. Then my daughter Emmy held my hand tightly and whispered in a small voice, "You're just acting." I felt a chill down my spine. My daughter said that she saw Kimiko walking from the parking lot through the window. She was walking slowly. And she was spraying her face with something like a spray bottle. I was speechless. So that sweat and the fact that she ran in out of breath were all lies. What would have happened if he had purposely left my mother in the middle of the winter in the mountains and she hadn't been found by a hiker by chance? It made my spine shiver when I thought about it. We have to thank the hiker who found her. After that, Kimiko clung to her brother who came running to her, crying and apologizing. Her brother said it wasn't Kimiko's fault. She was safe, so don't worry about it. But my mother was in a very weak state, and she was elderly and had a heart condition, so she was hospitalized for a few days. When I went to visit her the next day, Kimiko was already there. It looked like she was taking care of my mother with all her heart. She bowed her head and said she was really sorry for all this because of me, but I didn't think she really meant it. And because Kimiko was there, I couldn't talk to my mother at length. When I was about to leave, the nurse spoke to me in a low voice. "It's that girl, right? Your mother. I think the diagnosis of dementia is a little different." Well, we did a test at home, and it was actually very clear. She didn't forget things, and her reactions were clear. But somehow, I felt like she was convinced that she might be senile, and when I heard that, my skin got all red. Does that mean someone is making you think that? It might be. There was a similar case before.
She was convinced that she was strange because she was told that she forgot every day. The words that family members say have a big impact. As I listened to the nurse's words, I felt my palms getting sweaty. My mother had been told by Kimiko that she was forgetting and had come to believe it herself. But why would she do something like that? My mother is not the type of person to bully her daughter-in-law, and my brother is a follower of Kimiko, so there's no reason for him to get in my mother's way. Anyway, I was thinking of talking to my brother when I got home and a package arrived. I was surprised to see who sent it. It was from my mother. The package was big but quite light. My daughter said with an excited face. What is it from Grandma? When I opened it, there were 2 hand-knitted cardigans in pastel colors. Wow, so cute, beautiful colors. They matched for me and Emmy. Mom is good at knitting. My mother used to knit scarves and sweaters and give them to me as presents. It was a Kata cardigan with a light pink base and a blue snow crystal motif, and a light blue base and a pink snow motif. Oh, this is a Christmas present. There was a Christmas message card inside. I found a thread in your favorite color. Please accept the cardigan with the letter. A handwritten message from my mother. I almost cried. I imagined what would have happened if something irreparable had happened to my mother yesterday. But aren't both of our favorite colors pastel? We've never worn pastel-colored clothes. They're very beautiful colors, but neither Emmy nor I have ever told my mother that we like pastel colors. I wonder if my mother is a little senile after all. When I was feeling anxious again, my daughter said, "Oh, isn't this read vertically?" What? What is that? Do you read the first letter vertically? This is for help. Are you kidding me? That old lady has her smartphone disabled by that person and is being monitored, so maybe she's using this to send us an SOS? She deliberately used a color scheme that we don't like so that we would notice something strange. Could that really be possible? I thought maybe my daughter had read too many mystery novels or something, but then the nurse's story came to mind. My mother is not senile at all. If she can knit so intricately and send a message by reading vertically, and if this is really an SOS from my mother, then it's an emergency. I looked at the clock and it was still before 5 p.m. My daughter wanted to go visit my grandmother, but I have something to do first. I called my brother and said I wanted to talk to him about my mother, so I asked him to stop by my house on his way home from work. I see. Whatever we say, he'll just say it's a misunderstanding or you're just imagining it. First of all, we have to get the uncle on our side. My daughter understood right away. We need evidence. It's frustrating, though. My brother's reaction was pretty much what I expected. No matter how much my daughter and I explained it, no matter how much I showed him the message from my mother, he said, "What a stupid thing to say. There's no way Kimiko would do something like that." My mother is already 70, so it's no wonder she's a little senile. Why would you do something like that? Help me? That's a bit far-fetched. But brother, Kimiko purposely chose her smartphone to make it difficult for you to contact us. When I told her that Kimiko would make such a mistake, she said, "Well, I was surprised too, but it's not like you to make such a mistake." Isn't that a bit harsh? Quote. But my brother agreed to listen to my request. Any time is fine. Call me even in the middle of the night. I understand. If that makes you feel better.
With that, my brother went home. That night, neither I nor my daughter could sleep, so we went to Bing together, drinking non-caffeinated tea. After 2 a.m., my brother called me with a trembling voice. Almost all of my mother's missing kimonos and jewelry were gone. My daughter and I looked at each other. He's after the money after all. He's after my fortune. That's a lie. Because Kiko takes good care of the house and my mother and is kind to me too. I know my brother doesn't want to believe it, but she lives in a house with a large plot of land, with a mother and a wife who is over 40, and if you want to work as an elite salaryman, you're not the perfect candidate for a bad boy. And she's such a beautiful woman. My brother was actually easily fooled, and Kimiko was only around 18 years old. What was her ex-husband like? Are you listening, brother? When I asked him, he told me with a look of difficulty. He seems to have been a very older man. As expected, he was a hospitalized patient and he was passionately sucked into marriage. He said he would give her all his assets when he died, and she gave in to his enthusiasm and married him. It's obvious that she was after his fortune. But if that's what the man wanted, then isn't there a problem? Apparently the man had a pretty serious heart disease, was more than 30 years older than Kiko, and died about 3 years after they got married. Oh, that made both me and my daughter turn pale. There's no evidence, but it made me feel cold. She laughed and said that when she died, she didn't have as much money as she thought. She was laughing. Didn't you think it was strange at the time? My brother was put off by her daughter's words. I guess she didn't think so. She was blinded by Kimiko's beauty. Anyway, even if her mother joins the Corps, she won't return her to your house. She's been saying she wanted to live with you for a while, but you're the one who didn't listen. She said that it's the wife's duty to take care of her husband's parents. That's right. It's easier to do things if you keep them close by. Will my brother decide what to do after that and live with that person in that house? Or will my brother hang up the phone without saying anything? That's when my daughter said it. There's no evidence, but that person needs to be punished by God. I'll never forgive her. I thought she was strong-willed, even though she's my daughter. But I also thought she was reliable. The next day, my daughter went to school without getting enough sleep. I bought some things in the morning when I was busy and told my husband what had happened. My husband was very surprised, but he said that he would prioritize my mother's safety and the happiness of his family. That night, I met up with my brother after work and went to my parents' house with my daughter. My brother seemed very depressed, but I couldn't say such things at this point. My brother explained that I and my daughter had met by chance on the way home, but Kimiko greeted us with her perfect smile as always. Oh, Miyoko, you didn't come to visit your mother today. I went there with a feeling of blaming me a little. I was determined that I would never be persuaded today. That's right. Kimiko was so close to me that I couldn't even talk. Oh, we decided to take your mother into our home after she was discharged. We decided that it was dangerous to leave her in your care any longer. What are you talking about? Kimiko pretended to be surprised, but I could see a faint cold light in the depths of her eyes. My brother sighed softly and spoke. Kimiko, where did you put my mother's jewels and kimonos? I think it's normal to be upset if you're suddenly asked that. Oh, in that case, my mother called the business office and had them picked up while I was out shopping. I can only say that you're amazing. It may have been an excuse that she had prepared beforehand, but she was able to return it so quickly and without any hesitation.
If you blame it on your mother's senility, you can get away with it. Even if it was you who actually called the business trip, you submerged your mother's smartphone in water. You're the kind of person who would make a careless choice. And you didn't even open the phone and switched back to a landline because it was expensive. Didn't you say something about the phone call to make it difficult for you to contact our family? Even when I said that, you didn't seem to be flustered at all. Well, Miyoko, you have a great imagination. You could be a writer, right? I make mistakes too. I'm glad you think I'm a perfect person. She smiles beautifully as she says this. I thought it was only natural that my brother couldn't stand up for himself. On the day you left your mother in the mountains, a hiker found her, but weren't you disappointed? That your mother was saved? What are you saying? That I left her behind on purpose. But you thought that if you failed, you wouldn't be held responsible if you got your mother to say she got lost? No, what's wrong with you? You have too much imagination, don't you? No matter what I say, I can't hurt you. That's when my daughter said it. I saw it. When the aunt was walking leisurely into the hospital, she was spraying water on her face with a squirt of water, and Kimiko's face changed color at her daughter's words, and I could see a hint of anxiety in her eyes for a moment. And then her daughter added to it. Angie is amazing. She should have become an actress. She's such a beautiful woman. But you know, how long are you going to think you're beautiful? I think this is the first time I've seen you get upset. From my point of view, you're a bit of a scary beautiful woman. When she smiles, the corners of her eyes are really dead, and even her makeup can't hide the spots. What? The words spoken by the young high school girl seemed to pierce Kimiko. And don't you know? A beautiful woman is only beautiful if she has something inside. The bad personality of the old lady is showing on her face. My mother is even more beautiful than her. What do you mean? Hey Emmy, don't bring me up there. Kimiko, what's with your biggest reaction ever? Anyway, my mother won't return to this house. I'll review the rights to this house, the land, and the surplus money. Is that okay, brother? I get it. My brother also looked like he was prepared. Hey, Kimiko. When we started dating, you didn't seem like you wanted to marry me, but after you saw this house, you suddenly became more proactive. I wonder what that means. My brother said it in pain relief. It was all planned. I've been deceived all this time, about me, my mother, and our assets. Kimiko didn't answer. It's difficult to punish her without evidence, but my daughter and I have said everything we could, and I won't let this woman do whatever she wants with my mother or the assets of this house. The rest is a problem between my brother and Kimiko. After the unit, I immediately took my mother to my house. She never returned her to the house. My husband, daughter, and I went to get my mother's personal belongings. Kimiko stayed in her room even when we told her to. I'm sorry for bothering you. My mother said this while happily cleaning up the things we had taken. My mother tidied up the house a little and made her own place, and said, "It's warm here." She smiled and became more and more energetic after coming to our house. My mother wasn't senile after all. My daughter and I both wore the pastel-colored cardigan that my mother had knitted for us. Oh, you two are so cute. She clapped her hands and said with joy. When I said, "You know a lot about reading vertically, don't you, Mom?" She laughed and said, "That's a classic and simple code." It must have been about a month. My brother called me and said,
I divorced you. He sounded pretty depressed, but I couldn't help but cry out in joy. You did it, brother. Kimiko seemed to have tried to hold out for a long time, crying and flirting, but my brother was so angry that he had been betrayed because he had been a continuation, that he would never give in. But there was another reason why my brother decided to divorce and break up with Kimiko. This is a really trivial story. After hearing the reason, my daughter and I headed to her parents' house on the day Kimiko was coming to pick up her things. Well, I thought it was a bit tasteless. Kimiko showed up. She was wearing a hat, sunglasses, and a mask, and I didn't know who she was at first. She was no longer the confident person she used to be, and no one saw her, and she didn't even say anything to me or my daughter. She said that her plastic surgery had gone wrong. My daughter called out to Kimiko. I thought for a moment that she was being a little too timid, but after what Kimiko had done, I decided it was okay to say something like that. After all, I had heard from my brother that Kimiko's plastic surgery had gone wrong, so I came to see it out of curiosity. It wasn't a failure. The operation is still in progress, Kimiko said, and took off her sunglasses and mask. Her face wasn't particularly ugly, but it looked very unnatural. Kimiko smiled, but her smile was strained and very unnatural. Her mouth and eyes. You've gotten even worse, my daughter said. Spoiled isn't a word you use to describe a person, is it? Well, I didn't intend to confirm it. Kimiko's face became even more distorted, and she quickly packed up her remaining belongings and left. I was scared of that unnatural smile. My brother muttered. Right, that was another reason why my brother didn't change his mind about getting a divorce. Brother, stop being such a big star. I scolded him in disbelief. Well, I guess if you fall in love with someone because of their looks, and their face starts to deteriorate, to borrow the words of your daughter, your love fades. Auntie, aren't you going to keep getting plastic surgery until you're satisfied? You'll probably become more and more inhuman. Because there's no way you'll be satisfied. My daughter says something scary again. Don't say something so scary. But you're right. I wish you could have plastic surgery on your heart. You're saying some pretty terrible things, Mom. I laughed when she said that, but it was a bit of a sad laugh. After that, my mother decided to go back to her own house. I was glad she'd stayed with me, but she said she was going back because she was worried about my brother. I couldn't stop my mother from staying there when I imagined my innocent brother living alone and sadly in that big house. Besides, if she was treated too well in this house, she'd probably go senile. But stop with that black joke, Mom. Then, about half a year later, my daughter came to me with a complicated look on her face. Mom, I saw an old lady today. She was rambling on the clerk at a convenience store on the way home, saying something incomprehensible. She didn't notice me, but I heard her voice and realized it was an old lady, but my daughter said that with a pitying look on her face. She deserves it. I aim to be a beautiful woman on the inside. Well, I'm your daughter, and I'm not so beautiful that I can be conceited, so I'm relieved. You're so quick to switch. What do you mean, you're relieved because you're your daughter? No, your mother is pretty beautiful. Or rather, I think you're a cute old lady. I don't think that's really a compliment. When I tried to say that, my husband came from the side and said, yeah, I think so too. Mom is cute. I got really embarrassed. Well, I was really happy, but my daughter said, you're just a mascot couple after all. And laughed out loud.
After nearly 2 hours of trying to regulate this, I was unexpectedly banned from entering the suspected family home with just one word. My husband casually drove away, leaving my daughter and I stunned at the station at the start of the new year. He said, "You can come back in 3 years. How dare he say that? I've reached my limit. I'm starting a counterattack for the best family district." I'm Mariko. I'm 35 years old. I live with my husband, Koji, and our daughter, Hanada, who is in the 3rd grade of elementary school. We live in Bunba Mansion, which is on the edge of Tokyo's 23 wards, and it's reasonably convenient and reasonably quiet. I work part-time at a nearby supermarket 5 days a week. Although I'm busy with housework and childcare, my days are relatively peaceful. My husband, Koji, is 37 years old. He works in sales and is usually very gentle. He's kind to our daughter and is what you would call a normal husband, but when the suspected family home is involved, his demeanor changes drastically. It's good that he cares about his mother, but I often think it's a bit much. My daughter, Hina, is 8 years old. She's in the 3rd grade of elementary school. She's energetic and a bit talkative, but she's honest and cheerful. She helps out at home and has lots of friends at school, so she's my proud daughter. My hobbies are watching foreign dramas on streaming services and, although I can't say it out loud, I do choreography for a certain idol group. I've been a fan of theirs since high school and I'm even a member of their fan club. I rarely go to their concerts, but I always get my energy from their CDs. My husband's family lives in an old family home in the neighboring prefecture. Even though it's in the neighboring prefecture, it's quite mountainous and far from the station, so it takes almost 2 hours by train from my house. My husband's parents and his older brother and his wife live with them, and our family visits them 12 times a year, during Obin and New Year's. My husband, who is 66 years old, has always been a full-time housewife and has the air of a traditional mother. She's the type who says everything clearly, but that also means she can't read the mood very well. To be honest, we don't get along very well. Her innocent remarks often hurt. She's the type who never says anything bad and always steps on landmines. I got it. Don't you think those clothes are a little young? That hairstyle doesn't suit you. Such words, without any malice, wear down my spirits. I'm the type of person who can't immediately respond, and I end up thinking later, I should have said this, or I should have explained it properly. My father-in-law is a calm and quiet person, and I've never seen him raise his voice since we got married. My brother-in-law, Naoki, has a cheerful, athletic vibe, and when our family comes over, he's a cheerful person who's always ready to help out and even has a barbecue. And my brother-in-law's wife, Kimiko, and I are the same age, so we get along very well. My brother-in-law and his wife don't have any children, but we have similar sensibilities, and when we found out we were fans of the same idol group, we became fast friends. We often communicate online and have a great time. She's a cheerful and considerate person, and when we get together at my parents' house, Kimiko is there, so she's been a great source of support for me, to the point where I can keep trying my best. And this year, we're planning to go to my husband's parents' house again for New Year's, and although I don't really feel like going, I'm looking forward to seeing Kimiko for the first time in a while. My husband's parents' house is a little inconvenient, being a 15-minute drive from the nearest station. But as usual, Shido had called and told me to come to the station to pick her up and catch the 10 o'clock train, but the moment he saw me and Hina, he said something unbelievable. When we left the ticket gate, Shido's eyes were wide open. Hina and I bowed our heads and said hello, and Shido said the first thing in the opening ceremony. "Excuse me, Mariko, but can you please go home?" "Huh?" While I was frozen in place, my mother-in-law continued, "My daughter Kimiko is still depressed because she can't have children. Wouldn't it be a shame if you and Hina were there so early in the new year?" "I don't think so." "Why did you think that this year, quote,
Huh? No, but it was Mom who told me to come today. I thought it would be okay at the time. But now that I think about it, I guess it was true. She took the train for 2 hours all the way here, so even if she had changed her mind, she should have called me before she left. While I was confused, my daughter Hina said, I want to go fishing. Grandma, is Hina bad too? At that one word, Shidong made a guilty face for a moment, but then quickly smiled wryly and said, Hina-chan is not at fault. It was just bad timing. I wanted to say, we should have talked about that beforehand, but I'm not used to it. In the meantime, my husband was loading his luggage into the back of the car. And without even looking at my notes, he said, then I'll go by myself, so leave Hanoko to me. With that, he quickly got into the car with my mother-in-law and drove off together, leaving me and my daughter at the station, stunned. Mom, Hina, did I do something wrong? What do you mean, bad timing? When my daughter asked me that, biting her lip, I said, Hina didn't do anything wrong. It seemed like things had gotten complicated for Grandma. I could only manage to explain that with a smile. While waiting for the train home, I sat on a bench on the platform and called out to my daughter. Quote, Hey, while we're here, why don't we go to Disneyland? Even though we're in the same prefecture, Chiba, that place is practically Tokyo. This place is close to the mountains. It's quite a distance, but I felt bad for my daughter if we just went back like this, so I told her, but it wasn't any fun. My daughter said this quietly and gripped the suitcase she was holding tightly. You're right. After being told that by Grandma on New Year's Day and being left behind by Dad, there's no way she'd be in the mood to have fun playing with Mickey. I never imagined that I'd be turned away like this by my family, who I had planned to eat New Year's food with. And when I looked it up on my phone while waiting for the train, I found out that Disneyland is the busiest time of the year during the New Year holidays, and that even if you say you want to go on that day, you might not be able to get in. I'm glad Hina said she didn't want to go. I almost disappointed her even more. But what on earth was with that husband's attitude? He got into the car as if he was running away, without even looking at Hina or me, without checking on her mother or apologizing to us. He's certainly a gentle man in his daily life, and he's a kind and supportive husband to Hina at home. But when his family or relatives are involved, he clearly changes as a person. He won't listen to what I have to say, and no matter how unreasonable things get, he always sides with Shum. I've always felt that there was something about him that he could never go against his mother's orders. Apparently, his mother-in-law raised him by praising only his older brother, the eldest son, Naoki, and my younger brother, my husband, was always compared to his older brother and overshadowed by him. So he grew up wanting to be recognized by his mother and never being able to argue back. That's how it seemed to me. I don't think that parents are always fair to all of their children. I think that even parents and children can get along well or not. I have one younger brother, but since we're opposite-sex siblings, we're not often compared, so I don't have any strange complexes, but I've seen that my friends who have older or younger sisters don't get along very well. I think that's mostly because the people around them, such as their parents and relatives, compare siblings from a young age and don't acknowledge one of them. But that's a different story. If it was a child, it would be understandable, but now that I'm an adult with a family, I don't think there's any reason to just leave my wife and daughter at the station and go back to my parents' house in my mother's car for no reason. Thinking about this, I arrived at the nearest station to my home. I went to my daughter, hoping to at least make her feel a little happier. Should I buy her a cake to take home? Any kind you like is fine. Oh, is that okay? Then let's get one with lots of strawberries on it.
So I splurged a little and bought a whole cake with lots of strawberries that the two of us could finish. Hoping that the sweet and gentle time would soothe Hina's heart even a little, I went home and after 2 p.m., my daughter and I ate a luxurious shortcake with lots of milk tea. As I calmed down a little while saying things like, "It's delicious," my phone vibrated. It was a line message from Kimiko. "Mari-chan, what's wrong? I was looking forward to seeing Mari-chan and Hina-chan." I honestly didn't know how to respond. But I didn't want to lie, so I told her a little bit of the truth. "I'm sorry. My mother came to pick me up at the station and told me to go home." I didn't get a reply for a while, but 10 minutes later. "Mari-chan, I kind of get it. It's insensitive to ask Mari-chan, who can't have children, in front of Kimiko-san, who can't have children. That's why I asked her to go home," my mother said. I thought to myself, who's the insensitive one? It's true that my husband and I have recently started infertility treatment. And I've never once thought about not wanting to see Mari-chan or Hina-chan. "Mom, you're being completely considerate." Kimiko's words made me feel a little better. At the same time, I felt anger towards my mother-in-law and my husband quietly spreading deep inside me. My husband apologized to me and Hina as soon as he got home from his parents' house. Maybe it was to get revenge, but he bought the same shortcake as that day. I'm really sorry. It's pathetic that I couldn't say anything to my mother at that time. My husband apologized, but I didn't say anything. I didn't know if he really understood how much his leaving that day had hurt me and my daughter, and I thought that unless the relationship between my husband and my mother-in-law changed, the same thing would happen again. Since New Year's, my daughter and I haven't visited my parents' house even once. Hina asked me if I wanted to go to her grandma's house every New Year's or summer vacation, but when I asked her if she wanted to go, she shook her head slightly and said, "No, I don't." My mother-in-law never asked to see her either. She kept things under control by herself, looking complicated. My mother-in-law never tried to get between me and my daughter, nor did she give her own mother her opinion, and there was an awkward atmosphere between us. And that continued for 3 years. During that time, I had exchanged messages with Kimiko online many times, and we even met in person. We went to a star concert together, and when she and my brother-in-law came to visit Skytree or Ueno Zoo, she stopped by our house. My brother and his wife seemed like a very close and calm couple, even to me. Kimiko and her mother-in-law seemed to be getting along well on the surface, but apparently Kimiko had been harassed by her mother-in-law for a long time because she didn't have any children. I thought that must be tough. I thought I wouldn't be able to handle it. One day, at a cafe after a day of star-studded activities, Kimiko suddenly said, "Actually, my husband is the cause of our infertility." My mother kept telling me to start infertility treatment. But the tests showed that it was my husband. My mother was so upset when she found out. I see. I didn't know what to say. But Kimiko wasn't taking it seriously at all. She said that she didn't blame either of us for infertility, no matter who is to blame. She said that she loved her husband and wanted to continue living with him as she had been. She smiled gently as she said that. I thought they were a much better couple than my husband and I, who had only been kissing ever since. And at the end of the year, my husband came to visit me and my daughter. He said that Mom could come over this year. I want to see Hina again after a long time. Wait a minute. What do you mean it's okay to come this year? Doesn't that mean that since it's clear that my eldest son and his wife can't have children, they're trying to curry favor with the next couple who are having trouble?
I hate myself for being so evasive, but one word from my second husband convinced me. Mom, why do you keep saying that the construction company doesn't want to have another child? What do you think, Mariko? I don't really care. It's disrespectful to both you and me. I'm also angry at my husband for not realizing it at all. I have no intention of going to your parents' house. Huh? Hina, you want to go to Dad's parents' house? No, I don't want to. I don't want to go. Huh? Do you remember what Mom said to turn us away 3 years ago? No, at that time, my brothers were undergoing infertility treatment. That's right. That's why Mom turned me away, saying it was insensitive for Hina and me to show up. Yeah. But apparently it was my brother who was the cause of all this. So what now? If it turns out that my eldest son and his wife can't have children, is it okay for me and Hina to show up? Isn't that insensitive? That's not true. Kimiko said that even if they don't have children, she loves your brother and wants to continue living with him as before. Isn't that a much better couple than us? My husband thought about my words for a while, thinking deeply. Ever since I was a child, my brother has always been considered more important. He's smarter, he's more reliable, my mother has always compared me to him. I've always been treated as the second son and the enemy is bad. My husband lowered his eyes and said this with a sad expression. Don't worry about it, Dad. He told me that I was fine just the way I was. Ah, so it seems like your mother is in charge at your house. It's true that your father-in-law doesn't have much presence. I always get the impression that he smiles gently and doesn't interfere at all. He says things like, I want to see Hina's face now, or, please have another child. It's your turn now. He said that with a look on his face that said, aren't you happy, Mom? When I heard my husband say that in a self-centered manner, I felt sorry for him. Isn't that a bit too mean? I can't help but think that he's just being mean to his younger brother who has a complex about his older brother. Are you okay with that? Are you really happy about it? I'm not happy at all. Neither my brother nor I are dolls that Mom can do whatever she wants. No, I thought it was strange for him to say something like that, like something a middle schooler would say, but my husband was serious. But when I realized that my brother couldn't have children, it was strange, but for the first time I was able to calm down a little. I think I finally realized that it's not about winning or losing. My husband said this while stroking Hina's head. Dad is really happy that Hina is here, and he's grateful to Mom. So Mom and Hina can decide whether or not to go to that house. Are you willing to become independent from Mom? Oh, I am. Of course. Okay. If you're willing to take care of Hina and me, I'll talk to Mom properly. I've made up my mind. This is the boys' camp for the future of this family. And a little while after the new year, our family all visited the family home for the first time in a long while. I talked to my husband and told Kimiko in advance what day I would be there, so if she says anything, I don't have to take it all in this time. Wow, Hina-chan has grown up so much. My middle-aged mother-in-law greeted us with a big smile as if nothing had happened. Or maybe, in Shito's eyes, there was no trouble at all. Hello. My daughter greeted me with a smile, although she was a little confused. When I stepped into the old wooden house, my brother-in-law and his wife were drinking tea. Mari-chan, long time no see. Excuse me, Kimiko-san, long time no see. We always communicate online, but I'm still happy to see Kimiko-san. In the cheerful atmosphere, I deliberately brought up the topic. By the way, Mom, do you remember what happened at the station 3 years ago? The atmosphere became tense. Shito's expression clouded over for a moment, but he quickly regained his smile. Oh, that time, you know, I was being considerate. Look, to Kimiko-san.
Kimiko paused for a moment and then spoke quietly. Quote, Mom, I never said I didn't want to see Mari-chan and Hina-chan. Nikado blinked and said, Yeah, but you were depressed, weren't you? I wasn't depressed at all, and starting infertility treatment and not wanting to see Hina-chan and Mari-chan are completely separate issues. After all, it's usually awkward to have a child in front of someone who can't have children. That's what I said. Isn't that just your own assumption, Shido-san? Kimiko's tone was quiet, but there was clear anger in her words. But she didn't mean any harm. She just felt sorry for you. That's why you're feeling sorry for her. I don't feel sorry for myself. But Kimiko-san, you'll never be able to have children. I know it's a case of saying things like this because I'm a failure, but what is this person saying? Even a mother can say things like that to her beloved eldest son when her own position is in jeopardy. There are things that are okay to say and things that are not okay to say. Naoki is not a failure. It was the first time I had seen Kimiko this angry. Okay. My mother-in-law let out a small scream. Oh. Well, it's true that I'm the reason we can't have children. But Kimiko said she wants to live with me from now on. You have no right to be involved with Mom. My brother-in-law, Naoki, said in a light tone while drawing his head. I was at a loss for words, and sipped the tea in my hand loudly and roughly. Then my husband spoke up. Mom, I've always been compared to my brother. My brother is more responsible. My brother has good grades. They even said that you, my younger brother, are useless. But now you're saying things like that about my brother. You're the one who gave birth to that useless child, weren't you? Koji? Oh, what are you saying? But when I found out that my brother couldn't have children, I felt relieved. I'm sorry, brother. It's okay. I realized that I've been hurting Koji all this time, even unconsciously. Mom, you were really disappointed when you found out that I was the reason we couldn't have children, and you looked at me coldly, didn't you? I'm sure Koji has seen Mom look at him like that since he was a child. I'm sorry, big brother. Koji, neither of you are at fault. I think the cause is Shoot, who raised his older and younger brothers differently. But even that wasn't done with any ill intent. As proof of that, my mother-in-law still doesn't think she did anything wrong. What's the matter? She only talks to you guys casually. Mom was happy when we had a child, wasn't she? But she was disappointed when it wasn't a boy. And then, as soon as she found out that my older brother and his wife couldn't have children, she started talking about giving Hine a little brother and trying to get close to her again. I'm sick of it. It wasn't a story I really wanted my daughter to hear, but the atmosphere wasn't right for me to stop her. I lightly squeezed my daughter's hand, and she looked at me and nodded as if to say, it's okay. Before I knew it, she had become more mature than I thought she would be as a parent. Nikado opened his mouth as if he wanted to say something, but he couldn't say anything. The atmosphere froze and silence fell for a while. At that moment, my father-in-law, who had been silent the whole time, quietly put the hot water down. Now, just listen quietly for a moment. Huh? You? My mother-in-law looked at my father-in-law in surprise. I appreciate that you have been taking care of our family, but that doesn't mean you should force your ideals on your children. They each have their own lives and families. But I want our family to be successful. Then why don't you start by listening to other people's feelings? Huh? I'm listening carefully. Naoki, you can be honest with me.
Prompted by my father-in-law, Naoki said, I think we should leave and live together. Huh? You look like you've heard water. Yeah, I see. If it's something the two of you have decided, then I think that's fine. Quote, my father-in-law said this with a gentle smile. Hey, wait a minute. Oh, you two are joking about leaving this house and living together, right? My mother-in-law said this with a half smile, but no one laughed. I'm serious, Mom. Naoki said that, and Kiko nodded vigorously. I've been a good mother. I've always thought of your happiness. At that moment, my husband stood up noisily and said, the biggest problem with Mom is that she never doubts that she's right. To fell completely silent at his words. I continued. I will never have another child for Mom. The reason I came here today is to tell you that this is the last time our family will restrict you. Huh? My mother-in-law. Looked like she couldn't believe it. At that moment, Hina suddenly raised her hand. Grandma, Hina. I like a house where Mom and Dad are laughing. That's why if Grandma says mean things, Mom and Dad will be sad, so Hina won't come here anymore. Quote. It was a small voice, but I think it resonated with everyone. Even Naoki and Koji are saying that I'm going to abandon my mother. How hard I've worked to raise you two. My father-in-law stood up and said one word. From now on, try to start by being quiet for a while and listening to what people around you are saying. If you don't leave, you'll really be alone. It sounded like a message from Gifu saying, I won't abandon you yet. Perhaps he understood, because Shito kept his head down, trembling silently. And then, leaving Yoshikazu's parents behind, our family and my brother and his wife all got up from their seats, each putting on their coats and heading for the entrance in silence. Wait a minute. We don't need dinner. We'll eat just the family. My husband said that firmly. As we passed through the gate of the Oni family home, I looked back just once. Standing at the entrance, Shito was all alone, shivering slightly. At that moment, she didn't look like my mother, but like a lonely elderly woman. My brother and Kimiko. My wife and I, along with Hina, went to a family restaurant along the highway in my brother's car and toasted with non-alcoholic drinks. They're gone. Ah, that feels good. As they said that, it seemed that my brother and Kimiko had already decided where they wanted to move. My brother said that they would try to stop me from staying, but that I had already made up my mind, and Kimiko said, Mari-chan, Koji-san, Hina-chan, please continue to take care of me. Since then, we really haven't been to the Oni family home even once. Whenever the New Year's holiday or Obin comes, the construction is small, so they ask if we won't be going this year either, but Hina and I answer yes without hesitation. My mother-in-law has apparently lost all her energy since that first encounter. However, my father-in-law is nearby, so we can maintain a basic standard of living. It's only natural that she feels lonely. It's all because of what my mother said and did. While saying this, my father-in-law apparently encouraged his wife to join the local Senior Citizens Association and volunteer activities. At first, she was reluctant to stay with those people, but now she apparently goes to volunteer at a waste food service twice a week. She seems to be staying at home because of her relationships, and when she gets home, she complains to my father-in-law endlessly. She thinks it's her husband's duty to listen to her complaints. My father-in-law spoke bitterly over the phone, saying that he was also responsible for leaving everything at home to my mother. As for my brother-in-law and his wife, Kimiko said that they had moved to Tokyo after sorting out their relationship with Nikado. It seemed difficult for Naoki to commute from his family home in Chiba to his company in Tokyo. So now they have become so close that they live in each other's homes.
Once a month, our family and my brother-in-law and his wife have dinner together, and Hina seems to enjoy playing board games with Naoki. My life with Tokiko has also become more fulfilling than before. We both know that we are secretly spending money on things without our husbands knowing, but we let them know. The other day, I invited my daughter Hai, and she said, "Oh, it's a group of old men," which shocked both Kimiko and I a bit. It's true that to a 6th grade elementary school girl, an idol from her 50s might not be considered an idol. Still, my daughter, who came with me, was incredibly cool after the concert. She was excited and said that they were 100 times cooler than the boys in her class. Hey there! Don't compare yourself to the boys in Hina's class. That's right, Hina! When Tokiko and I protested to Hina very dramatically, saying that she's so handsome even though she's older than your father and my husband, she said, "Your mother and aunt are kind of girly." When Hina said that, the three of us burst out laughing. We may have more friends who can win across generations. My mother-in-law seems to want to get together with the whole family again. But for now, we each value our own lives and maintain a comfortable distance. It seems that Kimiko and her brother are also thinking about getting help. I want to help in any way I can. My husband has finally become independent from his mother. I want to continue building heartfelt relationships with the people who are important to me. That's what I've come to feel strongly about lately. "あんたたちが葬式に行ったって、私は絶対に何もしないからね。ああ、お父さんかわいそう。薄情な長男夫婦のせいで。漫画やゲームが積み重なった部屋の真ん中で、伸びきったスウェット姿の義士が舌を出しながら脅してくる。なんでこんな女のために、私の人生を犠牲にしなくてはいけないのだろう。私は、拳を握りしめても抑えきれない怒りで頭が爆発しそうだった。私はゆか。今年40歳になる主婦だ。夫のカズマとは結婚して10年になり、7歳になる息子のリクもいる。夫は家族思いで優しく、息子も友達の多い元気な子で平凡だけれど楽しい家庭を持っていた。そう思っていたのに、私の大切な家族は今、義士のせいで崩壊の危機に陥っている。平日のお昼過ぎ、同居している義父が汚してしまった下着を風呂場に運ぶ。するとトイレからヨレヨレのスウェット姿で出てきた義士が鼻をつまみながらあからさまに顔を潜めた。ちょっと、そういう汚いのは私が見てないところでやってって言ってるでしょ？お姉さん。その汚い服どうするの？まさか私の服と一緒に洗わないでしょうね。おえっと吐く真似までする義士に怒鳴りたい気持ちを抑えて静かに答える。手洗いしますけど、そういう言い方はひどいんじゃないですか？お父さんだってわざとでは。だったらあんたがお父さんから目を離さなければよかったじゃない。そんな。ああ、手洗いするのはいいけど、その汚い手で作ったご飯なんて食べたくないわ。ピザ頼むから金払っておいてね。そういう自分はトイレから出てきたのに手も洗わず、さっさと自室に帰っていく。その自分勝手な後ろ姿を恨めしく睨んだ後、桶にお湯を張りながらため息をついた。3年前から私たち家族は義実家に同居して、体が不自由な義父の介護をしている。そして私たちが同居する前からこの家に引きこもっているのが義士、正美だ。義士は43歳、無職バツイチ。8年前に結婚に失敗して以来、義実家の自分の部屋にずっと引きこもっている。義両親は義士に何でもいいから仕事をしなさいと説得してきたみたいだけれど、義士は
結婚に失敗したのはあんたたちの子育てが間違っていたからだ。親なんだから最後まで責任取れと逆ギレを繰り返したらしい。義母は娘を何とか立ち直らせようと奮闘していたけれど、5年前に突然他界。義父も3年前に倒れて、体に痺れが残ってしまい、介護が必要な状態になってしまった。それでも義士は自分の部屋に引きこもり続け、義母の葬儀に参列することも、義父の介護をすることもなかった。私たちは義父に施設への入居を勧めたけれど、家に無職の義士がいるせいで優先度が低く、入居までは数年かかると言われてしまった。それまでの間、私たちが介護する以外なくなってしまい、夫に土下座をされた私は仕方なく同居して義父の面倒を見ることになった。義父は悪い人ではないし、杖や手すりを使えば多少動ける。それでも指紋の失敗をしたり、自由が利かない体にイライラして八つ当たりされたりすることもある。息子と遊ぶ時間だって限られてしまう。正直かなりストレスだ。だから義士にも手伝ってほしいのに、義士は堅くなに部屋から出てこない。それどころかトイレや風呂のために時々部屋から出てくると、介護をしている私や夫をお物扱いしてくる。当然家事も手伝うわけなく、食べ物も部屋の前まで運ばされる上、義士が気に入らないものだと皿を片付けるときに罵倒される。長男の嫁なんだから、家のことを全部して当たり前だ。長男の嫁なんだから、夫の親の面倒を見るのも当然。長男ばかり愛されたせいで、私は人生を失敗したんだから、私はこの家から絶対出ないんだから。そんな聞くに耐えないセリフばかり並べて、介護で疲れている私の精神をさらにえぐってくるのだ。頭に来て食事を用意するのをやめたこともあったけれど、その時は義士が食卓で椅子を振り回して暴れて、息子に怖い思いをさせてしまった。もう夫を置いて息子と2人で逃げ出そうか。追い詰められた私は何度もボストンバッグに荷物を詰め込んだけれど、私たちを養うために懸命に働き、休みの日には介護も一生懸命頑張っている夫を見捨てる決意がどうしてもできなかった。そんな私の気持ちを夫も分かっており、この状況を何とか打開できないか夫婦で頭を悩ませる日々だった。そんなある日、さらなる不幸が私を襲う。実家の母が倒れたのだ。夫に義父を託し、母の運ばれた病院にたどり着いた時には、もう母は息を引き取った後だった。呆然としながら帰宅した私の肩を夫が優しく支えてくれる。葬儀は俺と陸も参列するから。でもお父さんの介護が。こんな日ぐらい姉貴に任せればいいよ。俺も陸もお母さんにはお世話になっているんだから、ちゃんとお見送りさせてくれ。あなた。母の突然の他界に動揺して心細かった私は、夫の申し出が涙が出るくらい嬉しかった。夫が妻の母親の葬儀に参列するなんて普通だけれど、とてもそんなことを望める状況でなかったから。義父にも母の葬儀に参列するから3、4日家を空けると伝えると、僕は大丈夫だからと心よく送り出してくれた。しかし義士は違った。私が義父の世話をお願いすると、鬼のように目をひんむいて騒ぎ出した。はぁ？嫁のくせに自分の仕事を放棄するわけ？姉貴、ゆかは母親を亡くしたんだぞ。それが？あんたは嫁いだんだから実家なんてないのよ。夫の父親を優先するのが当然でしょ？はぁ？義士の時代錯誤で嫁いびりのようなセリフに夫が顔を真っ赤にする。私も怒鳴りたいのをこらえながら静かに義士に訴えた。私はこの3年間お父さんの介護を優先してきました。実家にもほとんど帰らず。だからせめて最後くらい夫と息子と一緒に母に会わせてください。だから、あんたがお父さんの介護をするのは当然の仕事なの。それなのに恩着せがましくて恥ずかしくないの？恥ずかしいのはどっちだよ。夫は怒りを通り越してもはや泣き出しそうだ。
そんな弟の姿さえ義士の目には映らない。とにかく、あんたたちが葬式に行ったって、私は絶対に何もしないからね。ああ、薄情な長男夫婦のせいでお父さんかわいそう。43歳の女が舌をベロベロ出して私たちを挑発する。その姿にさすがの私も堪忍袋の緒が切れた。この女のせいで私は年老いた母に会いに行く機会が減っていたのに。亡くなってもなお私が母に会いに行くのを邪魔するのか。許せない。こんな女のためにこれ以上私の人生を犠牲にするものか。わかりました。やっと自分の立場を理解できたのね。私はこの家にはもう二度と帰りません。義士がぎょっとした顔で私を見る。夫も驚いたようにこちらを見たけれど、意図を理解してすぐに話を合わせてくれた。そうだな。俺も出ていくよ。素直に従うと思っていたはずの長男夫婦の予想外な反応に義士が目を白黒させる。そう、私たち夫婦は義士にうんざりしすぎて水面下でこの家を出ていく計画を進めていたのだ。義父のためにも義士が変わってくれたら実行するつもりはなかったけれど、この女が心を入れ替えることはないだろうと夫婦の気持ちが一つになった。ちょっと待ってよ。ゆかさん、あまりにも無責任すぎない？介護が嫌だからって出ていくなんて、お父さんがかわいそうでしょ？はい。だからお父さんも一緒にこの家から出て行きます。義士がさらに目を白黒させる。混乱するのも当然。でも説明してやる義理もない。ということで、お姉さんはこれからもずっと何もしなくていいですから。私はそう言い切ると、夫と一緒にさっさと義士の部屋を出て行った。その足で義父の部屋に向かい、義父にも義士の言葉と私たちの計画について包み隠さず説明する。義父は娘を見捨てるのに抵抗を示していたけれど、義父自身も長男夫婦に迷惑をかけ、自分を汚物扱いする娘にさすがに限界が来ていたようだ。よろしく頼む。自由の利かない体で私たちに深々と頭を下げてくれた。私たちは宣言通り義父を連れて私の実家に帰った。父にも話を通してあったため、義父の部屋も用意されていた。私と夫は義父の介護をしながら母との最後の時間をゆっくり過ごすことができた。母の初七日が終わった後、夫と一緒に10日ぶりに義実家に帰るとドアを開けた瞬間から一周がした。キッチンはピザの箱やお菓子のゴミが、脱衣所には洗濯物の山がこれ見よがしに積み上げられている。でも、義士が寝ている朝方を狙ったからか、部屋から出てくる様子はないので、私たちは静かに段ボールに荷物を詰め込んでいった。昼過ぎに部屋から出てきた義士は、私たちの姿を見つけると、顔を真っ赤にしながら怒鳴りつけてきた。ちょっと、帰ってくるのが遅いじゃないの。普通葬式が終わったらすぐに今夏に帰ってくるものでしょ？本当に非常識なんだから。あんたたちのせいで毎日ピザばかりだったんだからね。すみません。悪いと思っているならさっさと昼飯を作って。すみません。そこをどいてください。ポカンとする義士を押しのけて足元に落ちているガムテープを拾う。そして段ボールにしっかり封をすると夫の友人に声をかけた。この荷物で最後です。あやー。夫の友人がずかずかと家に入ってくるのを見て義士が小さく飛び上がる。夫の友人はそんな義士を無視してさっさとトラックに荷物を積んでしまった。彼が出て行った後、義士が部屋を見渡してぎょっとする。私に文句を言うことしか頭になかった義士はようやく気づいたらしい。部屋中のあらゆるものが運び出されていることに。作業が終わったので帰ろうとする私の腕を義士が慌てて掴んでくる。どういうことよ？言ったじゃないですか。
この家には二度と帰らないって。何を言ってるの？嫁のくせに。はいはい。だからお父さんも一緒に出て行きますってば。はぁ、あんた、頭がおかしいんじゃないの？頭がおかしいのはあなたでしょ？自分の父親の面倒を嫁に押し付けて文句ばかり。うるさい。私は被害者なんだ。結婚を失敗したのも、働けないのも全部お父さんとお母さんが。ご両親は仲睦まじかったのに、出会い系アプリで複数人と浮気して追い出されるような娘に育つなんて誰も想像できなかったと思いますよ。まさか嫁が知らないとでも思ったのか。どこまでもおめでたい頭だ。確かに義両親は娘の悪行を恥じて教えてくれなかったけれど、夫はペラペラ喋ってくれたわ。嫁の役割を放棄して男と遊び回っていたのはあなたの方じゃない。あなたの言う通り、私は嫁としてお父さんのお世話をします。それじゃあ。もう用事もないのでさっさと帰ろうとする。でも私の腕に真っ青な顔をした義士がまとわりついて離れない。ちょっと待ってよ。私のご飯や家の掃除はどうするのよ。そんなの自分でやってください。嫁のくせに。あなたの嫁じゃないです。言い忘れてた。この家は1ヶ月後に取り壊して売りに出すので、さっさと出て行ってくださいね。私の追撃に義士の目がこぼれ落ちんばかりに見開く。は？ちょっと、何勝手なこと言ってるのよ！お父さんが決めたんです。自分が出て行くからこの家はもういらないって。あんたがそそのかしたんでしょ？お父さんがあなたに愛想つかしたんですよ。ほら、早く仕事と部屋を探さないと住居不定無職になりますよ。口角に泡を作りながらうなり声を上げる義士の腕を振り払って義実家を出る。私は絶対に出て行かないから背後で義士の雄たけびが聞こえた。義実家から出た後、私たちは夫が用意してくれた賃貸に引っ越し、葬儀と並行して夫が寝る間も惜しんで用意してくれた部屋だ。そして数週間後に義実家があった町からは離れた田舎町にあるホームに義父に入居してもらった。有料老人ホームなので義父の年金だけでは心もとないけれど、義実家を売り払えば問題ない。義母との思い出の家で引きこもりの義士もいるから、私たちも義父も売り払うのは悩んでいたけれど、吹っ切れてしまった今は、もっと早くこうすればよかったとちょっぴり後悔するくらいだ。そして約束の1ヶ月後、夫と2人で義実家を訪れる。先月来た時よりも部屋の中はさらに腐敗が進んでおり、こんなところでまともな人間が住んでいるとは思えないような匂いが立ち込めていた。そんな中で義士は相変わらず自分の部屋に引きこもり、パソコンにかぶりついていた。私は絶対に出ていかないからね。充血した目でギョロギョロと私たちを睨みつけてくる義士に、夫がため息をつく。姉さんには負けたよ。綺麗な家を用意したからそっちに住んでくれないか？綺麗な家？さすがの義士も腐敗した家に住み続けるのは嫌だったのだろう。綺麗な家という単語に惹かれた義士がふらふらと車に乗り込む。後部座席で何の疑いも持たずガーガーいびきをかいて眠る義士に呆れながら、私たちは義父のホームよりもさらに山奥にある寺に義士を置いてきた。そこのお寺は様々な理由で引きこもっている人が社会に戻れるように、子供から大人まで預かってくれる引きこもり支援で有名な場所だ。事前に住職さんに義士のことを相談したら、快く引き受けてくれた。毎日早朝からみんなで掃除をするからピカピカで綺麗だし、ヘルシーな精進料理も出るから義士の要望にぴったりだろう。車から半分寝ている義士を下ろした後、服や貴重品を詰め込んだカバンだけ住職さんに手渡して車に乗り込んだ。
技師はポカーンと口を開けたままこちらを見ていたけど、車のエンジンがかかった途端目が覚めたように走り出した。騙したわね！騙したわね！腐敗していない綺麗な家が見つかってよかったですね。そこで腐った少年も叩き直してもらってください。待って！待ちなさい！お願いだから待って！ドタドタと追いかけてきた技師も体力がなさすぎてあっという間に膝をつく。私たちはすがすがしい気持ちで寺を後にしたのだった。その後、更地にした義実家は無事に買い手が見つかり、義父の入居資金を補うことができた。義父も自然の多い田舎で、のどかなおじいちゃんたちと一緒にレクリエーションをしながら過ごすのは性に合っているらしく、義実家に閉じこもっている時よりも楽しそうだ。結果的に義父に穏やかな余生を過ごさせてもらえることになり、私たちも心置きなく新生活を楽しむことができた。一方、義士は寺で規則正しい生活を強いられて発狂寸前のようだ。夜通しゲームやスマホをいじって朝方眠る生活をしていた義士には朝の強い日差しがドラキュラのように応えるだろう。そろそろ改心したかと夫がこっそり覗きに行くと、義士は同じ年くらいの中年男性と雑巾を投げつけ合いながらバトルしていたらしい。他の日に見に行くと、今度はその男性と二人正座させられ、住職から説教を受けていたそうだ。姉貴はいいライバルに出会ったみたいだな。と夫が笑って教えてくれた。その後義士は何度も逃げ出そうとしたようだけれど、コンビニも街灯もない山道を降りる根性はないらしく、仕方なく寺で規則正しい生活を送っていくうちに、義士の歪みまくった精神もだんだん浄化されていったらしい。契約期間を迎えたため、夫が迎えに行くと、義士は文句を言うこともなく小さくなっていたらしい。夫が義士の次の居場所として見つけた住み込みの仕事場に置いていった時も、無言でうなずいただけだったという。どうやら寺で説法を受けるうちに、私たち夫婦や義父にひどい仕打ちをしたことや、自分の母親の葬儀にもまともに参列しなかったことのやばさにようやく気づいたらしい義士は、自分は地獄に落ちるんじゃないかと、毎晩ガタガタ震えているようだ。そこで私たちに謝るとかではなく、自分が罰を受けることに恐怖しているあたり、まだまだ義士らしいけれど、しっかり自分のしたことの醜さを受け入れて、一人で生きていってほしいと思う。それから1年後。お母さん見て！ナマコがいる！わー！生で初めて見た！青い空の下、透き通った海の中で寝そべるナマコに大興奮な息子を私は一歩後ずさりながら眺める。私たち家族は今、夏休みを利用してハワイに来ている。人生で見た中で一番綺麗な海と見たことのない生き物たちにみんな大興奮だ。義実家で義士の命令通りに義父を介護していたら見られなかった光景。開放感で胸がスーッと軽くなる。お母さん、今度は人で見て！はいはい。ハワイの海よりもずっとキラキラした目をした息子を愛おしく思いながら、私は白い砂浜にゆっくり足跡をつけた。